お疲れ様です。今回はウルトラスイキさんにお邪魔させてもらいます。こうバーって見てもやっぱり単線周りから使用する機会が多いので、ちょっと今回もおすすめの商品聞きながらどういう風に使うのかちょっとお伺いしていきたいと思います。いくら正規です。お世話になります。今回の弊社の一押し商品っていうのをご紹介を、また皆様ご存知ない商品なんかもご説明させていただきたいと思います。お願いします。お願いします。さっきちょっと結構、はい。これケーブルウインチ完成引きで皆様使われたことはあると思うんですけれども、皆さん大体これで2トン500の力出るんですけれども、2トンまで出るんですか？これで2トンまで出るようになってます。で、皆さんものは大体知ってることは多いかと思うんですけれども、実はウインチもやっぱりテーマ吹き込んだりとか危険性もやっぱありますんで、オプションとして弊社で安全としてケーブルウインチのシッラフ装置っていうものがありまして、はい、ロープをこっち沖に引っ張っていくわけなんですけれども、はい、万が一滑らしたりとかしたらロープが逆走するっていうことがありますんで、こちらシメラみたいな構造で引っ張るときは別にフリーなんですけれども、万が一戻ろうとするときはこれでかかってくるのでパッとそこで止まってくれるので非常に安全に作業ができるようになっております。これは本体に組み込む形後付けでできるようになってますんで、はい、ここを回してもらったらここでパンとフォークレースで取れるようになってます。なんで今持ってるウインチに後付けできますので、安全ちょっと気にされる方はぜひぜひこちらもご検討いただけたらと思います。ウインチ自体もちょっとこちらを先に言うと、昔ながらのアナログなパネルっていうのもありますし、ここ最近ですけれども、そのデジタル版もちょっとディスプレイを液晶ディスプレイに変更しまして、今このような感じのが、はい、さっきのこっちの方についてますんで、これサンプルな展示会のディスプレイになっております。で、こちらで張力の設定ができたりですね、はい、張力の設定をして、これちょっとサンプルで動かしますけれども、実際作業すると、こう張力がどんぐらいかかってる。で、指定した張力を超えると張力オーバーで止まるようになってます。なんでケーブルとかそういうのに過剰な負荷をかけないようにっていう保護機能が出ております。で、本体現場外でやるとき、中でやるときで画面が見づらいパターンもありますんで、そういう場合はモードを明るく、夜だと小白色って感じです。そうです。野外モード、暗いモードって分けれるようになってます。はい、さらに今これ来てる電圧も分かりますんで、現場どうしても100ボルト離れてるところもあると思うんで、場合によっては電圧効果って起きることもあるんですけど、その時もエラーが出ますんで、その時で作業環境を変えてもらうこともできます。結構野外で引っ張る時にドラムつないだりして電圧効果してた時があったりするんで、これあると一目で分かって便利ですね。そしたらもう電源環境を変えるっていう形ですよ。こういった保護機能も安全性も兼ねたウインチになってますんで、はい、昔からある商品も進化してますので、改めてのちょっとご紹介になってます。はい、ありがとうございます。パワーボール、こちらも最近皆様いろいろお使いいただいているんですけれども、はい、それもいろいろアタッチメントが出ておりまして、パワーボール本体にラックに据えると取り付け台っていうのもあります。ラックの上に親桁に取り付けるって感じで、でこれパワーボールも小桁とかに直接置いてしまうともう幅を大半取ってしまうので、そうですね、その後にどんどん増えてくるときに大変なんですよね。ですけどこれは横側見てもらうと浮いてますんで、線引き終わりましたら奥へそうです。それを持ち上げてもうしまっていけますんで、もう決めていけますもんね。そうです。だからこの幅これだけでも使えるようになってますんで、かなり使いやすいようになってます。干渉してるのはこの1本だけなんで、ほぼフルでラックの幅使えるってことです。もう使えるようになってます。でもってこの台自体にもタップ切ってますんで、パワーボールのピッチごとになんで取り付けは簡単に4区でも2区でもってことですか？肉用のものになってます。そうです。肉は肉用であると、ちょっと4区用はまだないです。台以外にも併用で後付け用としてこのパワーボールの4面アタッチメントですね。これは絶対いりますもんね。このラックライト併用はできないんですけれども、こうセットすることによって、実際はベースと取り付けに合わせてやるんですけれども、ここのベースとこの取り付けピッチとここをはめる感じですけど、パワーボール本体にこれを組み込む取り付ける形ですね。そうすることによって一発目にパワーボール通すときに浮き上がらないようにできるという。そうです。特に縦とかやと結構溢れてきちゃうんで、そういった縦の時なんかには2つ用意していただいて抑えるっていう目的の。だからちょっとこの高さがあってもパワーボール専用のそうですね、構造にできるようになってますね。構造になってるんですね。高さも
簡単に調整が。すごい。だからもう細いものになると、もうこうやって簡単に。これはでもセットで買った方がいいですね。そうですね、セットで買われる方は非常に多いですね。もう本当にすでに持ってる方も後付けでできますんで、こういったパワーボールのオプションっていうのもいろいろまだまだうちで取り揃えてますので、ぜひぜひ持っている方、これから検討される方は弊社のこのパワーボールを利用していただければと思います。通常のとバリエーションのこのタイプ僕初めて見たんですけど、タイヤみたいな。そうですね、こっちも同じくパワーボールでして、この背の低いタイプ、この狭いこのラックの多段ラックの中でもこうやって入れられるっていうものになってます。ああ、そういうことか。この手前に引き出すのはあれです、見本用のこのスライドなんで、無視してもらったらいいんですけど。150ぐらいですか。そうです、158ですね。158で160ぐらいのスパンでいけますね。実際入れたらこんな感じになりますね。こんな狭いところで使えるパワーボールになってます。そうです。こっちだと高さがあるんで、この2段組とかのラックの中には入れれるのはちょっと難しいですもんね。そうですね。で、違いとして力自体は両方とも200キロ出るようになってます。違いとしては仕上がり外径できるケーブルの太さですね。こっちの丸玉の方ですと仕上がり外径が100パイ325までいける。こっちにちっちゃいのは65パイまでですね。250までっていうことです。それでも十分ですね。はい、であと本体ちょっと軽く作ってますんで、で軽い方がいい方、やっぱベーシックにいろいろやりたい方っていうことでお好みで選んでいただいております。ちっちゃい方もいいですね。ちっちゃい方でほぼほぼ250までやったら賄えそうな気も。もう全然賄えますんで、325はね、なかなか引っ張れへん。最近ちょっと250が増えてきてますね、工事では。250ダブルとか、やっぱり太いんで。325やったらっていうところそうがありますんで。ですね。はい、ありがとうございます。あまりよそにないもので、こちらのこの長い商品なんですけれども、これは一体何ですか？すごく気になってたんですけど。ケーブルドラム管線引き出していたら結構回ってきちゃって、ケーブルがたわんだりとか、勢いでちょっと怖いなという時、皆さんちょっと場合によっては手で止めるとか、木材持ってるとドラムの端につばに当てたりってあると思うんですけど、でかいドラムとか、鉄ドラムとか木のドラムとか怖いじゃないですか。危ないです。これね、手袋とかしてたらこう引っかかって負け込まれる可能性もありますので、非常にそういう危険性がありますので、こちらですとこれ繊維のゴムベルトになってますんで、非常に耐久性があるものなので、鉄でもささくれたドラムでも大丈夫なようになってます。使い方としてはこちらこれでペダル踏むとこっちが上がってくるってことですね。上がってくるということですね。ドラムサイズによってこの上がりしろとかこの長さっていうのは調整ができるようになってます。ここのボルトとかを緩めたらもっと長く延長ができて、結構でかいドラムでもいけるんですかね。今これ小さい状態にしてるんで、800パイから1700パイまでいけるようになってるんですけれども、1700で大概ですもんね。そうです。伸ばしたらさらに2800のドラムまでいけますね。2800はさすがに使ったことないですけど、もうブレーキができるということですね。そうですね。完全に止めるというのは回転を抑えるっていうところですね。回転を抑えることによってケーブルがたまらずにいけますんで、結構ね回してたらね、やっぱりドラムの方が速くてちょっとずつこう膨れてくるんですよね。で間に入って出なくなったりするんで、ブレーキ機能はあったら助かりますね。そしたら均一にスムーズにより管線の引きができるようになってます。操作もペダルで踏むのもできますし、もしくは単管パイプどこでも入手できるやつをここに挿してもらって、任意の長さで手でレバーでも操作できるようになっております。こちらの片側1つでブレーキがかけるで問題ないようになってます。2個セットじゃなくて1つで大丈夫。1つで大丈夫になってますね。2つになるとやっぱ2人いて操作が非常に大変になってますんで、こういった非常に便利な安全性もあるものになってますんで、ぜひぜひこれもまた今その作業でお困りの方はご検討いただけたらと思います。今回うちの方でも昨年末発売したケーブルの落とし込み装置という形でして、今まで縦管線っていうと1階から上に引き上げてましたよね。あれがやっぱなかなか重労働、めちゃめちゃ大変ですやっぱ重いケーブルを重力に逆らって上げる。そうですそうです。そうなるとさっき言ったウィンチとか、いろんな部材関係にも負担かかりやすい。でこちらの商品なんですけれども、逆にドラムをケーブルドラムですね、屋上とか最上階からとか、上の方にもう設置してもらって、で上から指定の回数へ落とし込んでいくっていうものになってます。このキャタピラーみたいなのが回転する。そうです。キャタピラーみたいな構造で、ごめんなさい、普段からブレーキがかかってるんですよ。でゆっくり落とし込んでいくっていう形ですね。で止めてもこれ止まってますんで、ストップがかかってるって状態。だから万が一これいきなりズドンと勢いよく落ちるってことは絶対ないようになってます。だからちょっとこう詰まった時とかに止める時とかはもう上で人がこう踏ん張ってたっていう状態だったんですけど、これがあればもうストップかければそうですね、元かんでいいってことですよね。だからこれで加えるのは
安全荷重として100キロまでですんで、はいそれプラスでその勢いよくじゃなくてちょっとでもこのブレーキからさらにそれを超えて動き出すっていう時に弊社でウェッジグリップっていう商品なんですけど、それはちょっと今回改良版。新しくなった。そうですそうです。普段こう落とし込むときは通しておっていいんですけれども、はい万が一そのゆっくりずるずるっとケーブルが落ち始めたときに、レバーやるとパチンとああ、常にはかかってないってことかかですね。るってないですね。なんで最初の緊急ストッパーとして使えるようになってるの。やばいと思ったらここのレバーを押すと押してあげると解除されてバチンと閉じるようになってますんで、なんでそれで完全にもう止めるという形ですね。で過負荷を取り除いてまた作業を再開していただくという形で、なるほど。だから二重の安全、この落とし込み装置自体ではブレーキもかかって確実にケーブルを加える。でそれでも滑った時にこっちでストップそうですかけるんですね。でその滑るに関してもこのキャタで一個一個確実に加えてますんで、はいシースルーを傷つける危険性っていうのはないようになってそうます。ですね。当たる面積が広いので一つずつがこんだけ並んでるってことですもんね。そうです。この面全部でブレーキをかけてるっていうこと。はい。これすごいのがこっち見てもらったらさっき100キロまでっておっしゃってたんですけど、その100キロに換算する計算がもう出ちゃってるというか、そうこう連動するんですよね。だから1台で勝負するものでもないっていう、どこでどこ2台3台うんうんを何メートルに1台、ああかけていけば60スケやったら53メートルに1台っ足していける。ていうのがあるんで、だからなんでインバーターボックスで複数台をいっぺんに連動させて下ろしていくっていう形になります。今で言うとね、どんどんビルとかでも高くなっていってるんで、そうですこれを何台も入れればっていうことですね。もう大都市になりますとやっぱ下にドラムを据えれる場所っていうのはあんま減ってきてるっていうところがあって、かといってじゃあその上から落とし込むっていう方法、万が一があった時が危ないので危ないです。必ず落とさないようにっていうための方法としてこの落とし込み装置ケーブルプルダウンっていう装置と機械とこのウェッジグリップ2、この2つを併用させていただいてやってるようになっております。はい。これ解除するときは、解除するときはここにあるレバーを引っ張り上げる。はい。でこれ今こう下に台車ついてますけれども、はいこの台車外してもラックとかにそうです直接取り付ける。するような形になってますね。はい。で実際のセットイメージがこうですね。がこれここれがちらです。それですね。はい。でこれとこれがすごいっていう。もう上下で連携させて使う。そうですね。置く場所に関しては各皆様のノウハウっていうところが出てくると思うんですけど、次のフロアでも大丈夫。そうですね。イメージとしてこんなような形で。でこれこう写真で逆さ向けてるようですけど、実際これが正しい向きで、はい。終わったらそのまますぐに楽にベタッとケーブルを捕獲できるっていう。今これはちょっと見本用にはい。こっち向けてるだけなんですけど、実際はこれを逆さに反し対ですねてやってもらう形ですね。そういうことですね。はい。また弊社はこうその縦幹線もね、通常のファーボール横幹線の幹線工具っていうのをいろいろやってますんで、はい。コロとか金車車とか。はい。でウインチからねじ切りからアングルパンチャー、奥もそうなんです。そうですね。幹線工事でどうしてもやっぱアングルとかで課題補強とかしたりするっていうこともありますので、はい。こうアングルパンチャーをで、最近場所によってはステンレスを使うところなんかも出てきますんで、はい。で弊社のこのパンチャーなんかも材料にこうやって十字に毛がいといていただいて、はい。でこのようにプレートのこの切れ目合わさせていただくとこうセンターがスッと出せるようになってます。合わせやすいですねこれ。もちろん刃先に突起はあるんですけれども、はい。非常に位置合わせのスピーディーさができるようになってます。もう台座で合わせられるってことそうですそうです十字系がいる。結構今までのやって自分たちでこの幅とか測ってそこを描くようにしてやってたんですけど、これだと十字一発でいきますそうです、簡単にできます。でへ今これうちも駆動式になってますんで、はいパンチャーは刃が悪くなりますと引っかかることが、これあえて今引っかからせてるんですけど、今までこれ引っかかったらこう叩いて外してたんです。抜けなくなるんですこれよね。が手間です。この時にもう一回これスイッチをしまうと油圧でバックするんで、最高です。もう叩かなくていい。それによって刃も痛めない、スピーディーに作業ができます。もうね結構使ってるパンチャーとかやともうみんなしばきまくって外してるみたいな感じだったんでそれで刃が余計かけちゃったりとか、そういう手間がいりませんので。助かりますこれは。で本体も軽いですし、これモーターもこう360度も回りますんで、
だから好きなポジションでできるようになってます。はい、ありがとうございます。すごいやっぱいろいろ専門知識の多いお話を聞けたんで、やっぱりどうしても僕らだけでは発想そこまで至らないところとかも全部こうやっぱり職人さんの意見でやってはるなっていうのがすごい伝わったんで、すごい勉強になりました。でこういう新しい製品を使ってやっぱり向上することで安全性も上がっていくのではないかなと思います。すみません、倉瀬さんありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆様安全に作業していただけますようよろしくお願いします。でまたその新商品っていうのは我々皆様の意見が必要ですので、遠慮なく弊社の方おっしゃっていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。プラスキャド電気です。キャドですか？キャドでもあります。電気でもあるんですか？電気工事屋さんが使うキャドソフトでもあり、見積もりソフトでもある請求書も作れちゃう。なるほど。はい。じゃあこれ1個あったら全部いけちゃうじゃないですか。その通りなんです。やば。めっちゃ便利です。アピールポイントを教えてください。はい。大きく2つあります。はい。1つめっちゃ簡単です。めっちゃ簡単できます。そこ大事。はい。2つ買った後々安心のアフターサポートがついてます。はい。お困りごとあったら即座に解決させていただきます。24時間。それはちょっとできないはい。でもあれなんですか、基本的に電話したら遠隔サポート、リモートサポート、遠隔とリモートもあるんですね。 LINE のサポート、はい、なるほどいろいろやってます。なるほどね。CAD から何から。はい。すごい。ちなみに簡単とおっしゃいましたが、1年生でもいけますか？いけます。いけますか？はい。すげえ。ちゃんと操作指導も整えておりますので、安心してご利用いただけるようになってます。なるほどね。ぜひ CAD を使う方は。プラスバイプラスのブースまでお立ち寄りください。ちなみにこれ何なんですか？無敵ペンです。無敵ペン。はい。どう無敵？水平器ついてます。ほセンチメートル測れて、インチ測れて、なんとネジも回せます。う、すげえ。これはマイナスもいけるんですか？マイナスもいけます。おおすごい。何これ、めっちゃ面白い。で、なんとなんとスマホも立てられます。おすごっ。あ、そういうこと。ふん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 。へえ。無敵でしでボールペンにもなるんですょ。もちろんボールペンでも。それでボールペン機能がなかったら面白かったりな。ボールペンではございませんみたいなね。はい。ペン言うときながらあえて。無敵ペンでございます。これ欲しいですね。それ面白いね。はい。これは普通に売ってるんですか？非売品で。非売品。プラスバイプラスブースに立ち寄っていただいて、アンケートにお答えいただいた方にのみお渡しさせていただいている非売品です。はい。数に限りがありますので、どうぞお早めにお立ち寄りください。なるほどね。お待ちしてます。ではプラスバイプラスさんで、はいこのプラス CAD、はい、電気アルファはいのデモンストレーションといいますか、はい見せてもらえるということで、はい。ちょっと見たいんですけども、これはどういうソフトかっていうのを簡単に説明してもらえますか？はい。いわゆる CAD ソフトとお見積もりソフトがはいガッチャンコ、はい。トム・ブラウンしちゃったようなソフトほうですね。ほう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 。はい。CAD ソフトで図面を書き上がると材料の拾い集計が自動で完了しまして、はい。そのまま見積もり書請求書を作っていくことができると。ははははい。操作としてはもうとにかく簡単です。はい。あとは万全のアフターサポートも整えておりますので、ほう入れていただいた後安心してお使いいただくことができます。はいはい。では早速デモンストレーションを始めさせていただきます。はいキーボードは触りません。はい。これプラスCAD電気と言います。はははい。立ち上げますと、ご覧の通り見積もり書、請求書、CAD といったメニューが出てきますと。はい。はい。今日見積書、CAD 図面から見積書という流れで見ていただきます。見積書を押しますと、はいこのような本棚が出てきます。はいはい背表紙にはいわゆる見積書の提出先、元請けさんの名前を付けて管理することができます。はいあと時系列で管理することができますし、はい種別ごとに管理することもできますと。はい例えばこのお客さんに見積書を出します。はい押します。そうしますと、じゃあこんな感じで作っていきますと。はいここで CAD って押すと、はい見積書に対して、はい CAD 図面を25枚まで紐付けて管理することができますと。はいはいで、新しく図面を作る場合はグレーのボタンを押して紙の種類と向き決めていただきますと、CAD 図面が新しく立ち上がりますと。はいはいはい、で、元請けさんからもらった図面が、いわゆる JW とかオート CAD とか、こういったものの読み書きの互換性あります。はいですんで、いわゆる JW CAD の図面なんかを選んでみて乗っけてみます。ははこんな感じで読み込むことができますと。はいはいはい
でここに電気作図、建築図面とメニューの切り替えができるようになってますんで、はい、建築図を一から書いていくこともできます。はいはいはい、はい、CAD としても使えるってことですね。 CAD としても使えますね。建築は今回カットしまして、例えばコンセントと、はい、コンセントのシンボルもいろんなものを取り揃えてます。はい、つけたいものを選びましたら、例えばつけたい壁に対してつけたい位置でクリックと、はあはあははい、つけたい壁のつけたい場所でクリック、こんな感じで自動的に向きが変わりますっていうような感じで取り付けられるというはい、ところですね。はい、スイッチなんかも同じ流れですね。スイッチも壁に対して綺麗に向きが変わると、はあはこんな感じでシンボルの上に取り付けることもできちゃいますと。あ、はい、照明器具は天井に取り付けるかと思いますけど、例えばシーリングなんかをこの部屋の真ん中の例えば角と角でクリックするとこんな感じでピタッとつけることができると。センターに来るんですね。これがセンターです。はい、はい、センターですね。はい、センターなんで角と角でクリックで取り付けられると。はい、はい、あとは配線、これも簡単なんですね。これも配線の形選んでもらったら、はあはここで VVF ですかとか、あ、はいはい、 162シンですかとかはい選んでいただいたら、シンボルとシンボルを選んではあ、ルートを選んであげるだけで書けますと。はいはいはい、シンボルとシンボルでルートを決めるとこんな感じでカット処理なんかもしてくれますと。あこんな感じで CAD が書けますんで、あ、はい、うちのソフトの特徴、ポイントここですね。はい、広い集計をして集計ボタンを押すと、はい、なんと拾い出しが完了していると。メーター数にメーター数と材料の個数ですね。ははいいはいはいはい。これ図面へ作画って押してあげると図面の余白に表として貼り付けてあげることができますとか、はいはいはい、判例表をこのように貼り付けてあげることができるというはい。感じです。でこの工数とか出るやつは、はい、このままいきますね。はい積算へと押してあげると最初の画面に戻ってきまして、はい、この追加すると、で項目として工事項目つけてあげて、はい、この中につけてあげるとこんな感じで金額が出てきます。あでここからまた見積もりボタンを押して選んであげると、こんな感じで出てくるというはいはい、イメージです。おすげえ。はい、で部掛けとか自分で決めて設ここで定しとくん決めてですよね。おけると。はい。はいあで材料に関しては、はいとにかくいろんな材料を収録していると、はいあ、はいはい1回、2回、3回はい。入れてあげるとこんな感じで選んでいくことができますと。ほうほう。はい、すげえ。プラス電気アルファということですね。これは電話したら説明してもらえるんですかね。はい、説明させていただきます。フ検討リーダイヤルご用意してます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあプラスバイプラスさんでした。プラスバイプラスです。ありがとうございました。お問い合わせお待ちしてます。はい、次はねピーカーコーポレーションさんに遊びに来てたんですけど、にぎわい地なのでね、この前も撮らせてもらって、今日もいろいろ持ってこられてると思うんですけど、まず何見ましょう、おすすめというか。そうですね、ちょっと新商品をまずちょっと見ていただきたいなとなんやこりゃ思っておるんですけども、はいこれドラムスタンドなんです。ほう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 、一応200キロまでのスタンドなんですけど、今までやったら、はいジャッキを立てて、はいジャッキを上げないといけないんで、そうですねジャッキが重たかったりとか、それがつけ大変やったりしたと思うんですけど、はいうちこれやったら、テコの原理使いまして、すげえ。これで後ろからあ、これで運んでもらいます。これはすごいですね。これで現場まで持って行ってもらって、はい設置するときに、よいしょ、これ立ててもらって、このまま使っていただいたら、あ、すごい。ってことは今まではい、ジャッキをやるときに2人でこう持ってってやってなんかない、そうなんです。ちょっと触っていいですか。はい、こう持ってあ、これはすごい、めっちゃ楽ですね。めちゃくちゃ楽なんです。ピカさん、失礼なんですけど、脚立専門なんかな思ってたんですけど、いろいろやってはるんですね。そうです。アルミに関することでいろいろやらせてもらってまして、こういう曲げの加工だったりとかってはいはい結構難しいんですけど、そうですよねうちはやれると。すげえで、鉄の単管パイプさせていただいて、これでああ、長さもすぐできるんで。で、使わないときはもうコンパクトにはいはいはいしてもらえるっていうことがあるのが、かなり特徴的かなというところなんで、ぜひもう本当にもう今発売したばっかりの製品になりますんで、これですね。はい、なんていう、ダス200、はい、
ケーブルドラム用運搬沿線スタンドということで、はい、こういう幹線引きとか多い業者さんね、はい、すごい便利だと思います。はい、でこれ外すことでコンパクトにできると。そうですね。はい、はい、次の面白い商品何いきましょう。あとは以前ちょっと説明させてもらってるスタッピー、はい、上部操作のシリーズなんですけど、はい、もう一個、はい、見ていただきたいものがありまして、はい、こちらはしごですか。電柱はしご。電柱はしごになってくるんですけども、電柱支えがついているタイプのはしごですね。一番上についてるやつですか。一番上に電柱支えがついてるタイプになるんですけども、こいつも実はここで握るだけで足がすげえ調整ができます。真ん中を押してもらうと両方足がこのスライダーで足伸びるタイプってまあないですもんね。まあないですし、もしあったとしても、はい、下で足を伸ばすってなってくると、結構プロの方皆さん足でガッガッとされること結構多いと思うんですけど、ね、これでは握るだけで、こいつのいいところが縮める時が下こうやりながら縮めないといけなくて大変やったんですけど、こいつやったらここ握って下ろすだけなんで、これは楽ですね。パパッと持っていけると。ところで、この業界で大人気でやらせてもらってます。これはいいですね。はい。電柱支えもオプションでつけることができてっていうところですね。今はもうこのジャンボ限定で、はい、この電柱支えがついてる展示会価格で特別展示会価格でやらせていただいているものになりますので、はい、ぜひお問い合わせいただければと思いますので、はい、お願いします。あれはまだ発売してないですか。あれは黄色いやつ。あれ発売してます。あれ行きましょう。はい、失礼します。はい、で今ちょっと気になったんですけど、これは何ですか。これ脚立の小物とかを置いておくのに便利なバッグですね。メーカーの純正品ということで、ここにもちゃんと鉄の芯みたいなのが入ってまして、きっちり形も形状固定できますし、しかも、このまま使ったまま畳めるので、持っていってもらって、現場で使って、現場に置かれているような資材だったりとかポコッと置いたりとか、ビスだったりとか、そういったものもね簡単に置いとけるんで、これいいですね。工具とかね、こっち工具で、ビスだったりね、ジョイント材であったり、そういうのが置いとけるということで、やっぱり工具を出してくると、やっぱ工具箱に直すときには綺麗に直したいと思うんですけど、そうですね。これであれば仮置きといいますか、直す前に一旦置いとくというか、そういったこともできるので、几帳面な職人の方にも好評いただいてます。はいはいはい。これもう一個下でもつけれるってことですね。ダブルでもいけるってことですね。やろうと思ったらこの高さでお願いしたいですね。この高さで一応今までの他社さんとかの製品とかってこういうところで握ってるっていうところではあるんですけど、うちは上をちゃんとベルトでパチッと止めるような形になるので、ある程度重たいものを乗せても落ちたりせず、きっちりホールドできるというようなものになってますね。わかりました。お願いします。他サラサラっとこんなんありますできますか。そうですね。はい。じゃあいろいろ面白いもの見せてもらったんですけど、他にもいろいろねやられてるってことで、例えばどんなものが。はい。前回も見てもらったように、こういったパイプ製の足場とか、これ畳んだらもうライト板にも積めるようなすごく軽量なタイプ。なんて言うんでしたっけこれ。これハッスルタワーと言います。ハッスルタワー。はい。こういったものですね。これは結構現場でね据え付けといたら楽ですよね。そうですね。でこれ動かせるしね。はい。これあれしたら動かせるやつでしょ。そうですね。キャスターとかで動かすこともできます。移動もできる。はい。これはなんかいかついですね。これも昇降作業台と言いまして。しかも電動ですか。はい。電動です。バッテリーで動く。うわすげえ。ちょっとした高所作業車みたいなもんですね。そうですね。弊社のやつは高所作業車ではなくて、高所作業台と申しまして、基本的には移動は手押しになる代わりに、高所作業車でいう車検であったりとか、必要な特別講習が必要だったりするんですけど、これに関してはあくまで台になるので、誰でも乗ってもらえて、で、誰でも手押しができてっていうような製品になってます。何メーターまでいけるんですか。これは 4.6 メーターまで行くことができます。いくらなんですか。これは今ちょっと出てないかもしれないですね。大体50ぐらいですか。いやいや、もっとで、もっと、かなり金額的には張ってる商品かなというふうに思います。
まあ大きい現場に1個置いといたら、そうですね、はい、はい、ご検討いただけたら、はい、デモの方もさせます。はい、ではしごとか、はい、はしご、長い脚立とか、FRP 製のはしごもやってます。FRP 製、はい、絶縁ですね。ああ、そういうことですね。電工事関係であれば、必要なものもあると思いますんで。はあはあ。じゃあいろいろ撮影させてもらってありがとうございました。まあ、結構脚立の中でも便利ないろいろ作られてるということで、まあ、うち電気工事系の職人さんが多いので、ね、ここ職人さんに向けてメッセージなどもらえたら。はい、ありがとうございます。弊社では足場に関して皆さんの安全を守るためにいろいろと製品開発させていただいております。一度触ってみていただいたら非常にいい商品と分かっていただけるかと思いますので、ぜひ展示会場でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次はカクタスさんのブースに遊びに来させてもらいました。こう、まあ、ずらっとカクタスさんといえばの商品がずらっと並んでて、EY の時でもこうやっぱり油圧を使ってオプションの商品でこういろいろとできるようになっていて、やっぱりこう僕らで使うような奥から紹介していきたいと思います。カクタスさんのブースにこういうちょっと僕ちょっと専門的な知識はないんですけど、ちょっとカクタスさんの今の推しということなので、一回お話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。こちらの商品なんですけれども、従来の紫外線を使ったルピンランプなんですね。従来の紫外線を使ったルピンランプって人に当たってはいけないというのがあって、今使ってる222ナノの波長の紫外線っていうのは人が当たってもいい安全であると言われている波長でして、人のいる環境の中で使っていただけるルピンランプです。昨今のコロナのウイルスですとか、他にもインフルエンザとかですね。なんか動いてますね。そうですね。紫外線作っていく時に発生するガスをちょっと連気させてるぐらいですね。これを部屋に1台置いていくという形です。それで置いていただければ、空気も循環しておれば、25平米ぐらいの部屋が30分で99.9% 除菌できるっていうようなデータも出ておりますので。保育園とか病院とかに。そうですね。いろいろな人が集まる場所ですとか使っていただけるといいなと思ってます。商品の名前はこれはエビオ。こちらですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ順に行きましょうか。こちら僕ちょっと前からある商品とはお伺いしたんですけど、ちょっとユウさんじゃないですけど、黒金やな。金色で、これも金色なんですよ。こことここが。でもうだいぶ綺麗で、これ60スケまでの圧着なんですけど、一回りちっちゃいんですよね。今も3サイズぐらいあった。250、ちょっと一回りちっちゃくて60までの圧着で軽そうでいいです。そうですね。なんか多分他のに比べたら全然、あとやっぱり頭が重たくないんで、まあ、こうならないですね。こう持ったらまっすぐいく。でベースもちっちゃいから、盤の奥とかでも作業しやすそうですね。他のメーカーさんやとこう長いのもあるんですけど、逆に、あ、短い方がそう短くていつものやつっていう感じだと思う。いつものような、いつものようなない。この圧着が主流じゃないですか。まあこれが250までいけるタイプの形と同じで実際圧着が多い。あ、そういうことで、それがいつものやつっていうことね。はいはい。っていうのもある。ワンサイズダウンもあります。ダウンバージョンもあります。こっちがアングルパンチャーですかね。アングルパンチやね。これが325までのやつと合うんかな。ベースの方は大きいから。ああ、なるほど。でかいね。でかいですよ。でかいね。でかいね。遊びに来てくれました。この僕ら電気屋さんが使うといったらダクターレースウェイの形ですよね。これだからここを変えればレースウェイでもハンガーレールでもいけるっておっしゃってたんで、これ何に切り張るんでしょうか。この形またちょっとそうやね。何の形のこれ L アングルちゃうかな。 L アングルをそのまま。じゃあ L アングルですか。これ何をSR のラックをラック切るのはやっぱバンドソーで切ってたのがこれで全部含めなんですけど、切り子出ないですよね。出ない。切り子出ないのがすごい。こっちは切りカスがちょっと5ミリで、ああ、ちょっと塗装面が出てくるのかな。でもまあバラバラにはなる。厚み分がちょっとロス5ミリ。あ、本当に鉄くずっていうよりかは鉄くずその5ミリの分だけロスが。あ、
5ミリほど短く。真ん中をこの厚み分ですね。あ、でも細々したゴミにはならない。これは真っ二つに切るんですけど、なるほどなるほど。 5ミリ分だけ。ちょっと厚み分だけロスが出ますよってことですね。わかりました。ここにちょっとカスが溜まってます。おお、あ、でもほんまに細かい。ペロンって出てくる。大きい加工場もいらないですね。こんな散らばってウィーってやるのでも。キリコとか火花とか出たらダメな現場とか。はいはい。っていう要望がラップも切れるんですね今。もっと QR 用もあるんですけど、これちょっと持ってきてないんで。 QR はちょっとさすがにちょっとでかくなっちゃいますね。ありがとうございます。流れていきましょう。325までいける。大きいですね。やっぱり頭が重そう。ちょっと持ってみて。持ってみていいですか。僕が持ったらちょっとちっちゃくなっちゃうかもしれないですけどな。これカバーかっこいいね。なんかすごいですね。ここの油圧のカバーがちょっとミリタリーチックで。ちょっとこう多分肩掛けできるんでしょうね。ちょっとかけさせてもらっていい。重たいもんな。これ似合ってるで。ちょっと325担当これから。でもね、ここ一番重たいじゃないですか。離してもね、お、ほんまや、このバランスなんですよ。こうじゃないですよ。こうでもなくて、このバランスなんですよ。ちょうどいいとこしてんな。そうが一番多分重心っていうことでここにつけて貼るんかな。はいはいはい。これはこれで325のサイズもありますよ。こういってここにかけとったらこのまままた両手空いてあ、そうやな。いけます。で325に付属するアタッチメントも出てます。圧縮もいけるということで。でカッターもいかついカッターついてます。でこっちがこっちがね、まあ325のケーブルカッターですよね。ケーブルカッターでこれは C コンやね。 T コンというか T コン用専用かなの圧縮。 C コンも売ってたら面白いもんな。僕最近今回初めて知ったんですけど、はいはい。このテカテカな感じわかりますかね。この映ってるよ。鉄な感じじゃなくてテカテカな感じのこのゴムのちょっと保護みたいなのが入ってて、これいいね。これってどういう用途についてるあるんですかね。まあ養生というかぶつけても大丈夫ですよ。こっちの方が硬いから盤の中とか傷つきにくくなるんですよね。それはやっぱ重たいしゴムってぶつけたらやっぱり傷いったりするから、まあそういう保護も考えられてる。これはさ一緒かな。250。これが一番定番ですかね。250までっていうアッチャスでそれ用のケーブルカッターアタッチメント、あでこれパンチノックパン。ノックパン、これがもう一番これ最近よく見るけど便利やねやっぱりね。電気屋の憧れじゃないですかこれ。ちょっとまた一つやっぱ僕ら7号とかそれ以上になってくるとガチャガチャ油圧でガチャガチャするのほんま大変なんですよ。で刺すとかやったりしたら最後いけへんかったりするの。一発それが電動になったら助かりますね。これ10発開けてって言われたらまた全然しんどいですからね。下の開けてた。それが一発で済む。でこれがレールパンチ手動であったと思う、それのアタッチメントバージョンということで、これ置けるのがいいですね。ガタイがついてるから、穴開けやすそうやな。もう据え置き型で加工場に1個置いとくみたいな。で先言い忘れてたけどこのハンガーレール切るやつは下にこのレールパンチもついてるんで切ったらそのまま穴も開けれますよと。これがダクター用で、こう変えれるみたいなので刃変えて、なるほど。まあレールって基本切ったら穴開けると思うんで下にそのままついてたら便利ですね。と100ボルトでも使えるやつあったりとか、でまあハンドカッターも出てます。これでかいな。大きいですね。この端っこは52ミリでタケノコもあったり、これセットか。はい、こんな感じでカクタスさんでした。最後藤井君お願いします。はい、ご存知の方も多いと思うカクタスなんですけど、1個ずつ商品見たらやっぱり新しい発見って絶対あると思うんで、またこう持ってて他のものこれが欲しいなってオプションの選択もできると思うんで、まだまだ新しいものってやっぱり出てくると思うんで、またカクタスさんのブースにお邪魔させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日長谷川さんのとこ来てます。
新しい商品あるらしいんで、ちょっと説明してもらおうと思うんですけども、はいすごい人に登場してもらいます。すいません、じゃあお願いします。あ、僕ですか。はい。はじめまして、長谷川工業長谷川です。どうもありがとうございます。今日はね、見てもらいたいのは、これ新しく出たはしごなんですよ。一見これ普通のはしごでしょ。そうですね。でもこれはね、意外とすごくて、普通だったら屋根に登るときって、これ曲がれないんで。あ、そうですよね。はいはい、はしご横からこう飛び移る。めっちゃ怖いよ。そうですね。であと降りるときがあ、やります。これがここでもまあまあ怖いんですよ。そうですね。これが7メーターとかはい8メーターでそうですね命がけていくっていう感じなんですけど。これ単純に今回はやったのはここの踏み山をこれ外してあげるんですよ。ここをなくしたの。ここなくしたの。一回ちょっとやってみてもやってもらってもいいですか。普段僕ら屋根の飛び移るときはこう行ってこう飛び越えるかがもうこうですよ。あ、そうですよね。でこの回り込むときにこのスライダーがこう横に逃げていかないようにちょっと気をつけながらが多いので、でやっぱ戻るときにやっぱこう足かけたときに横に滑っていこうとするのがやっぱ一番多いですね。そうですね。下に支えてもらってたらいいですけど、そうですねそれでもちょっと怖いですね。怖いですね。やっぱしなっていくんですね。これちょっと外してないとおおめっちゃ楽じゃないですか。これいいですね。降りるときはね、そう降りるときもまあ言ったらこれまあこれ乗らないようにあ、こっちにね。そうそうそう。あ、こういける。そういける。あ、これいいっす。これ単純ですけど。はい。なんで今までなかったの？なんで今までなかったんでしょうね。きっかけとしては、新潟で雪下ろしの時にすごいやっぱ事故起きるんですよ。でそこの雪かき道場っていうまあそういう組織があるんですけど、そういう団体と、そういう人たちとまあなんとか事故をなくせないかなっていうふうにまあ打ち合わせをしてたら、パッと気づいたんですよ。あ、これ一番上の段なくしたらどう？確かにね。そしたらそのまま行けてそのまま降りれるやんっていう感じなこと。ここあっても乗らないですからね。乗らないから。単純に今までは予定調和のように、まあ、つけとこうかみたいなことだったんですけど、で結局、何したからもう少しこう補強を強くしてるんですよ。あ、こう変わんでくるから。そうです、そうです。なるほど。単純に切っただけじゃない。はい。確かにここからしてくれると飛び移りも楽ですし、手すりにできるからいいですね。そうなんです。はい。これなんかついてますけど。これはね、オプションなんですけど、このオプションの手すりをつけるおとさらにお手すりができる。これいい。すごい楽だね。めっちゃ安定する。めっちゃ安定する。エアコンとかアンテナ工事やってるとやっぱスライダーから飛び移ったりとかスライダーのほぼトップに乗ることやっぱ多いんで、その時いつもこう揺れたりとかすごく気使うんですよね。これはいいいいと思います。いいっすね。これいいと思います。これは面これ白い一本なくしただけです。ね。すごい単純ですけど、単純ですけど、こういうのは好きなんですよ。いいっすね。はい。足軽もはい。使っていただいてるんです。足を使ってます。これ見ると本当になんで今までなかったの？なんでもそうですね。これはね、目から鱗です。ね、すごい。こういうところからあれなんですね。新しい今までない商品がはい。誕生とかが生まれてるんですよ。でも単純やけど今まで気づかれてない。そう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 。で気づくとすごくそうそう、めっちゃいいやつ。ね、いいものっていう。面白いこれ。そうなんです。これなかなか気づくのにね、はい。何年かかってんのやろね。10年、20年かかってますね。はい。ちなみにですけど、この名前あるんですか？これは楽乗りっていう名前。楽乗り。はい。気になった人はぜひ楽乗りを。はい、ここですね。このタイプ。このロゴです。ものとしては、あ、8メーターまであるんですね。はい、あります。あ楽して楽な乗り移り、楽乗り。歌い文句もできるわけですね。素晴らしい。なるほど。ありがとうございます。他あります何か？他ですか？他はブラックレーベルとかは
お、来た。真っ黒なやつ。これがね一番かっこいい。僕この間買いましたよ。本当ですか。ありがとうございます。これの9尺の足伸び買いました。ありがとうございます。めちゃくちゃ今使ってます。いやーいいですね。は足縮めれる分、軽自動車とした時に余裕があるんですよ。それがあってカッターもあるんですけど、ブラックレベル買われる方って傷を除菌される方もいらっしゃるんですけど、はいはいはいそういう方ってどうですか。確かに使ってたらちょっとずつ傷入ってくるんですけど、このアルマイド強いなと思ったのが、ちょっと工具あったぐらいで剥げなかったんで、ああ、そうです。脚立同士積み重ねたりとか、その地面に寝かしておいてちょっと引きずったりとかするとやっぱちょっと削れるんですけど、それでも全然まだまだ黒いですよ。はい。やっぱり現場で使ってて、そのちょっとした傷もなんか結構すごいですね。そうですね。もう味がっていうかね、味が出てくるんで、いい感じで。だから僕らはなんかブラックレベルだけもこのワンタッチバーのここのバーだけを赤くつけてるね。はい。このワンタッチバーはどうですか。ワンタッチバーすっごい使い勝手です。うまいですか。僕今もう一個4尺持ってるんですけど、それワンタッチバーなんですよ。はいはい。これ一回使ったら他ちょっと使えないでしょ。使えないですね。あれ1年間で 2時間短縮できるんでしたっけ、なんか。ああ、そうですね。なんかねありましたよね。はい。すっごい便利なんです。器具付けとかするときに左手に道具持って脚立から置いてすぐ移動するときに今まで片手でロックが外せなかったのこれでこういけるんで、だから移動がすごく速くなっていけるんで、それがすごくいいかなっていう便利です。2年半ぐらいこれかかりましたね。結構かかるんですね。結構かかるんですよ。これ思いつくのにねかかるんですよ。でもふとした時にやっぱりうちの開発がひらめいてくれてなるほど。素晴らしいと思いましたよ。ここは単純なのか、また一回もね壊れたのか、故障とか来てない。多分10万台ぐらい売ってる。結構出てますね。結構出てます。はやっぱシンプルなのがいいんですかね。い。シンプルなのがいいですよね、多分ね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。一押し教えてください。はい、その2つが今の一押しですね。はい。特にこれが出たばっかりなんで、12月の展示会とかでもなかった。足軽が10周年なんですよ。あ、そうですそうです。10周年が一応3月まで。3月まで。まあ一旦終わって、まあまたちょっといろいろ企画とかお考えてるんで、まあまだ言えないですけど。ありますよ。まだ隠し持ってるんですね。温めてるのがあるんですね。あるんですよ。あれはね、念願やな。念願ですね。めっちゃ匂わすじゃないですか。またちょっとずつこうインスタとかにこう出してくる感じですか。出しますね。ちょっとずつですけど、気になる人は長谷川さんのインスタフォローということで。ぜぜひぜひ。すみません、今日はありがとうございます。ありがとうございます。脚立とスライダーの長谷川さんでした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。この前はいろいろな企画にご協力いただいてありがとうございました。にぎわい市ぶりなんですけど、今日も出店されてるということで、今日はどのようなものを。そうですね、今回も、伝説工具関係でやはり電気工事屋さんを主体にお使いになっていただける工具を一応出品させていただいております。どれも人気あると思うんですけど、今日これ人気あったよみたいなのあります？今日昨日と。まずはですね、今回の一押し商品ということで、新商品でありますこちらのですね、ナノ18、こちらの方を大々的に PR させていただいております。そこでお客さんの方もやはりこちらの商品を目当てにお立ち寄りいただいております。電気屋さんの中でどのような方が多いですか？こちらの工具はやはりサイズ的にですね、やはり制御関係のお客さんが多くてですね、中にはですね、電気工事現場でお使いになれるということでご購入いただけるお客さんもいらっしゃいます。番屋さんであったり、電気工事屋さんということですね。いやすごいな。この前僕もね、これですかね、確か買いました。こちらのありがとうございます。これさえ買ってしまったら、この先がねいっぱいあるんですよね。そうですね。アタッチメントをいろいろカッターとかですね、あとパンチャーとかですね、あとこういったレースウェイカッターとか、他に圧縮とかも圧縮機も使用できます。そうです。だから皆さん圧着機ってね結構高価な買い物にはなると思うので、これがどれに対応してるかとかね大事ですよね。そうですね。あとはお間違いないように一応選定していただいてもらって、現場でお使いいただくとですね、本体が1台でいろんな機能で使用できますので、現場作業の効率化につながるかと考えております。僕が思う展示会のメリットは、今正直ネットでも簡単に買えるじゃないですか。でもこうやって専門の販売員さんの方に僕こんな工事する、
ほんならこれも使える、こっちにした方がいいよみたいなのを教えてもらって間違いなく買えると思うんですよね。そこがいいとこですよね。そうですね。展示会の実際お客さんの方からですね、いろんなこう取り扱い方法とかですね、そういったあと使用関係、そういったのがお問い合わせありますので、実際こういった今おっしゃられた通り商品を見て触っていただいてテストすることによってこの商品の良さというか、作業性というか、そういったのをしっかりと見ていただけますので、そういったところでこういった展示してやるのもいい機会かなと考えております。もう熟知してはるんですかね。そこまでないですけど、そこそこにはですね。はい。ちょっとこっちも見ていいですか。はい、どうぞ。これがいわゆる手工具。そうですね。こちらの方がもう手動工具ということになってきます。でこちらの方はサイズが小さいですね。工具になってきますけど。これはアースですか。こちらは外線用の工具でですね。配電工事等に使用されている圧縮工具になってきます。使ったことないですね。こちらの方はもう内線用の普通の圧着端子。1252558までの圧着工具の圧着。1個でかい版ですね。こちらが14スケまで使えるですね。でもハンドじゃないとね入らないとことかもあるんで、ハンドはハンドでいりますよね。いります。こうちっちゃいのとかね。こちらの方はもう先ほどの電動工具と同じように制御関係とかですね。クリッパー。絶縁被覆付き。これが被覆付きです。これって間違えることがないってやつですか。そうですね。これも専用の専用のやつですよね。サイズ 1.25 ということで。表と裏とね、押そうと思ったらどっちも押せるんやけど、確かこれ被覆用ですから、もうサイズもワンサイズに限られてますので。だから今泉さんのこれじゃないとあかんって指定されたりすることがあるんですよ。どっち側でもね入れようと思ったら入れれるんで。リンスリ、これはリングスリーブ用です。何でもやってはるんですね。油圧。これが60までいけるってことですか。これは60までですね。60まで。でそれが圧縮ですね。圧縮 T 型コネクター用です。でそれ圧着の150まで。だいぶ大きいのまでいけますね。これコンパクトでいいですね。ノックパンですよね。ノックパンです。これいいわ。黒でかっこいいしね。これまた別ですか。ホース式。でこちらがもう従来からあるですね。ホース付きのノックアウトパンチですね。ちょっとやりにくいとことかね。これじゃ入らんときは狭い場所とかはやはりホースがやっぱ必要になってきますので。電動ある。でこちらが画期的なやはりバッテリー式の電動式のパンチャーです。これ今はないんですかね、棒は。もう棒は続くようです。これカチャ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 結構疲れるんで、何発もあるときはこれあったらめっちゃ便利です。って感じですね。すみません、急遽ありがとうございました。でマクセル泉さんといえば圧着などいろいろ作られてると思うんですけども、僕らやっぱ電気工事屋でも使ってる方多いです。このから、またどういう、開発をしていくとか、どんな感じでやっていくっていうんですかね、っていうのをちょっと職人よく見てるんで、お聞かせいただければなと思います。まずは各使っていただくお客さんの要求要望に、まずは応えられる製品の開発に、まずは着手して進めていきたいと考えております。はい、ありがとうございます。また面白い商品が出たら教えてください。今後とはすみません。お願いいたします。ありがとうございました。
滝源さんのブースに来ました。滝源さんといえばね、僕ら板工事などをするときに滝源さんの鍵を使用することが多いんですけども、これ板用の部品とかも作られてるんですね。ほうほう。あ、タックね。これからタックっていう鍵に変わっていくということで、ほうほうほう。いろんな鍵がありますね。マスターキーとかもあると。次はマーベルさんのブースに遊びに来ました。僕ら電気工事士はいろんな道具使わせていただいてるんで、僕も楽しみなメーカーさんの一つなんで、深谷さんです。よろしくお願いします。新商品とかおすすめの商品を紹介していただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。こちらから順番にさせてもらってもよろしいですか。はい、持ってますこれ。あ、本当ですか。ありがとうございます。昨年新製品で出させていただきました MVA の 5A という VA 線ストリッパーになっております。こちらの製品なんですけれど、弊社には今までラインナップこれの他に2種類ございました。今までの製品だったらここにダイヤルがついていて高さ調整が必要だったり、刃の取り付けすごいシビアだったりしていたことがあったんですけれど、この製品部品の精度が良くなりましたので、電線に対しての調整っていうのが一切不要になり、そうですよね。使ってて、2ミリ三振でも2ミリ二振でも一緒にバチバチ抜けます、ね。そうですね。貝刃の交換っていうのも今までに比べたら非常に簡単な製品になっております。調整がいらない。そうですね。2ミリ三振に合わしといてやりながらね。お客さんによっては修理にされるお客さんもいらっしゃるぐらい難しかったんですけれど、この製品そういう調整が極限までなくなってますので、簡単に使用していただける製品になってるかと思います。結構品切れになるぐらい人気あるんですね。そうですね。おかげさまで。去年のジャンボで買ったんですよこれ。そうなんですね。はい、ありがとうございます。紹介していただいて、これ増田2機おすすめストリッパーです。めちゃめちゃ使いやすいです。噛むことがないですよね。そうですね。結構このタイプって何百回に1回こう噛んでしまうことがあるんですけど、そのミスが少ないと思います。かっこいいですしね。ありがとうございます。次がこちら電光レベル、新しいタイプ出させていただきましたクリスタルレベルのライトという製品になっています。こちらの製品です。今まで弊社のラインナップの中でベストセラーとなっていたこちらのクリスタルレベルというタイプ、結構皆さんお持ちいただいててありがたいことにいっぱい販売させていただきました。ただこの製品弱点がいくつかありまして、落としたら欠ける、割れる。この製品持っていただいたら分かるんですけど、中空になってます。中身が空洞になってるんですね。ここはもう樹脂というか入ってないってことですね。はい、アクリル樹脂製なんですけれど、中身が詰まってる分落としたら欠けてしまったりってことがあったんですが、この商品落下に対して非常に強くなっています。割れるっていう弱点を解消させていただいております。サイズ的にも特徴がありまして、こういうのを作らせてもらってるんですけれど、今までこれ実規格のサイズで作らせてもらってるのなんですけど、最高の寸法っていう。そうです。実規格通りにこれ作らせてもらってました。このまま置いてこれを毛がくと若干大きく毛がいてしまうっていうことがありました。新人さんとかに僕には毛がいたらうちで毛がけようって言ってましたね。はい、内側を切断するように、ちょっと残しぐらいで墨を、この製品については当てていただいた通りに毛がいたらですね、鉛筆の太さ分サイズ小さくさせてもらってます。毛がいた通りの穴の線の通り切っていただいたらサイズの穴が開く作りになってますので、すごく助かります。ありがとうございます。ですので非常に使いやすい製品になっているかと思います。落下防止穴っていうのも今までなかったんですけれど、よく紛失されるお客様いらっしゃいますので、落下防止穴もこういう風に付けさせてもらってます。現場のレールとか配管にくっついて忘れられてる、これがあるんですよね。そうですね。誰か忘れてるわみたいな。よくね、あるあるで。はい、磁石も今までは下の面しかこういう風につかなかったんですけれど、この製品背中の面でもこういう風につけていただけるようになってますので、ちょっと短いですけどエアコンの設置とかにも、ベースの時、そうですね、つけていただけるようになってます。だいぶ改良されたという。そうですね。今までね販売して長いことになってますんで、いろんなご意見いただいてましたんで、配慮させてこの度出させていただきました。ありがとうございます。はい。次がですね、このバッグなんですけれど、腰袋が必要ない現場っていうのがあると思うんですね。仕上げの現場だったりとか、そういう現場にですね、腰袋に下げてるものを入れて持っていただくっていうことをコンセプトにこの度開発したカバンになります。もう販売されてる？もうはい、この度販売させてもらってます。このカバンですね、持っていただいたら結構小さいサイズ感、そうですね、コンパクト、現場に歩くにはちょうどいいぐらいかね。ちょうどですね、腰袋を背中同士合わせたらこれぐらいの大きさになるかなっていうので、ですからちょっと顔とかも若干腰袋の匂いが残ってるので、そうですね、そうだ、こことかそうですね。そう腰についてるものを入れて持っていただけるというコンセプトです。収納箇所がこのサイズで29箇所ございます。今までの弊社製品に比べてもかなり多い収納箇所になってまして、29はもう余るぐらいありますね。そうですね、余るぐらいございます。
はい、そこの場所だったりしたらロングタイプのドライバーがすっぽり入ったり、あんまりこのサイズ感でロングのドライバー入るっていうのはないと思います。ここはペンインパクトさせていただくスペースになってます。ちょっと大きめにして、はい、このスペースですね。ありがとうございます。まさにそこかなと思ってたんですけど、はい、結構収納に困ってる方いっぱいいらっしゃいましたので、このタイプ直すの結構どれにしようかなと悩むところで、はい、すっぽり入れていただけるように、こういうポケットがありまして、反対側も筆記用具だとか検電器とかをつけていただけるバンドをご用意してます。で下に受けもあるって。そうそう、受けもあってですね、先端がここ突き抜けてどうのっていうトラブルを防ぐように受けもつけさせてもらってます。差し金とかも良さそうですね。この商品一番ご評価いただいているのが外側のポケットの下の部分、二重の縫製にさせていただいております。一周ぐるっと二重の縫製になってるんですね。結構先端工具入れるとやっぱりここからダメになる。そうなんです。バッグ自体が生きてるのにポケットがダメになるっていうことが結構あるというご意見をいただいてます。今回この二重の縫製をつけさせていただくことで、一度ご購入いただいたら長く使っていただけるように工夫しております。別売なんですが、ショルダーのベルトも出させてもらってますんで、こちらも合わせてご使用いただけたらと思います。缶とこっちの缶で斜めに斜めにつけていただく。これはでもぜひセットで。そうですね。サイズ感がかなり小さいので、ちょっとこちらでも調査とかいろいろした限り、必ずしも皆さんベルトつけられるかなというところがありましたので、あえて別売他のものにも使っていただけますので、そうですね、はい、自由度の高い別売という形にさせてもらいます。これから配信器具とか仕上げ工事の時にコンセントとかスイッチここ入れてこれで回れますので。そうですね。ちょうどいいサイズ。ベルトがあるとここの位置で止めれるんで、ああなるほど、いけたりもできそうですね。ありがとうございます。スターとかでもこのまま入りそうですね。そうですね。仕上げようという感じで重宝しそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。電工さんの仕上げようということを特化させてもらいました。はい、次がですね、変わったもの、今まで電気業界にはなかったものということで出させてもらってます。こういうキャッチャーって結構使われてるお客様、このサイズのキャッチャーですね、いらっしゃると思うんですけれど、これに対するこれすごいそうホルダーっていうのを作らさせてもらいました。このタイプ腰袋とかに入れて落ちるんですよ。そうなんです。落ちやすいんですよ。で伸びたまま落ちて折れたりするあるあるがあったんですけど、結構そういうお声をいただいてましたんで、ホルダーをつけていただいて、収納箇所にもお客さん困ってらっしゃるということでしたので、ホルダーをつけていただいたら腰からこのように下げて、もうこれで収納になっている製品です。この製品ですね、伸びるコイル入りのベルトとワンタッチのバックルとマグネットのバックル3つでつながっているような製品になってるんですけれど、このようにしてここしっかり保持はされてるんですけれど、若干動きますんで、使いやすい位置に移動させてもらって、天井裏で脚立に登って使用していただいて、置き忘れることがないっていう、そうですね、製品の置き忘れ防止。結構閉めた後にさ忘れたっていうのは誰しもあるんで、あるあるとお聞きしてますんで、さらに天井裏でその続きの作業を何か別でされるときはマグネットですね、マグネットだけで止めといて、止めといて仮止めしてこの状態で作業していただいて、脚立から降りた後ワンタッチのバックルをもうこのように閉じていただいたらこのまま移動していただけるっていう一石三鳥の製品になっております。次がですね、変わったもの、今まで電気業界にはなかったものということで出させてもらってます。こういうキャッチャーって結構使われてるお客様いらっしゃると思うんですけれど、これに対するこれすごいそうホルダーっていうのを作らさせてもらいました。このタイプ腰袋とかに入れて落ちるんですよ。そうなんです。落ちやすいんですよ。で伸びたまま落ちて折れたりするあるあるがあったんですけど、結構そういうお声をいただいてましたんで、ホルダーをつけていただいて、収納箇所にもお客さん困ってらっしゃるということでしたので、ホルダーをつけていただいたら腰からこのように下げて、もうこれで収納になっている製品です。この製品ですね、伸びるコイル入りのベルトとワンタッチのバックルとマグネットのバックル3つでつながっているような製品になってるんですけれど、このようにしてここしっかり保持はされてるんですけれど、若干動きますんで、使いやすい位置に移動させてもらって、天井裏で脚立に登って使用していただいて、置き忘れることがないっていう、そうですね、製品の置き忘れ防止。結構閉めた後にさ忘れたっていうのは誰しもあるんで、あるあるとお聞きしてますので、さらに天井裏でその続きの作業を何か別でされるときはマグネットですね、マグネットだけで止めといて、止めといて仮止めしてこの状態で作業していただいて、脚立から降りた後ワンタッチのバックルをもうこのように閉じていただいたらこのまま移動していただけるっていう一石三鳥の製品になっております。このサイズは長さです。細い竿を弊社のミニカーボンキャッチャーはじめ、太さが 23mm から 27mm 系の細いキャッチャーですね。それもうちょっと太いキャッチャーまでつけることができるという製品になってます。こちらも今まで伝説業界にはなかった製品かと、思います。なんか釣りとかでよく見かけるんですけど、まさしくアイデアはマグネットとかも僕釣りするんですけど、もともと釣り具から始まって、なんか最近こういうね、僕らの業界にも浸透してきたって感じで、そうですね、私も釣りする人間でして、実は私が担当させてもらいまして、まさしくおっしゃる通りですね。作業界に限らずね、便利なものは使っていただけたらと思います。隣り合わせて僕も近しい業種だと思ってるんで、そうですね、バッグとかでも近いと思ってる。
用いただければと思います。キャッチャーホルダー、はい、ありがとうございます。これもいけるんだ。こちらはですね、ちょっと細すぎて厳しい。金属製のキャッチャーにはこちらの製品材質的に滑ってしまうので、はい、細さでダメっていうのもあるんですけれど、金属製の製品には使いただけない製品になってます。これ対応のやつにぜひ。このキャッチャーやっぱり結構使われてますか？最後のダウンライトの渡りとかちょっとした配線するときにはこっちの方が使いやすいんで、これがねよう落ちるんですよ。腰袋に取ったらこれのホルダーもぜひ作ってください。わかりました。お願いします。ありがとうございます。参考にさせてもらいます。はい。あと気になる製品とかありますか？そうですね。こちらですね、小型のポケットで出させていただきました。最大の特徴はそこの形、ちょっと楕円になって楕円になってますので、この後ろのベルト部分を腰袋のこういうベルトに巻いていただいて、そう通して装着していただくことが可能になってます。そういうことで楕円になっているってことですね。体に当てた時にですね、邪魔にならないように、なるほど、はい、すごい楕円にさせていただいております。結構丸型だったらその部分だけ飛び出してしまって当たったりとかいうことが、はい、この形はでも新しいけど、これが理想かもしれないですね。ありがとうございます。これ使えへんときはこっちのさっきのバッグにでもはい、この缶の形も取り外し可能なこういう缶の形になってますので、いろんなところにつけていただけるかなというのは思っております。これで仕上げ回ってる時にここにね、ゴミとか入れて一緒に使えそうなありがとうございます。いい感じで組み合わせといて、ここにゴミをこう入れていって最後溶かすっていう感じで。そうですね。ありがとうございます。はい、これいいな。こちらはですね、トートバッグになってます。ダウンライトカッター入れてはないんですよ。何でも入れていただけることを意識してますので、特に指定のものはないんですが、例えば弊社製品だったら長いタイプのキャッチャーだとか、若干収納に困るような微妙な長さのものをちょうど入れていただける、デザインも緑と黒で締まってるような。可愛いですね。そうですね。上靴入れてちょうどいいですね。現場の上靴入れて結構困るんですよ。そうなんですね。これちょうど良さそうですね。ありがとうございます。軽いし。ちょっとね、裏側に来たんですけども、僕たちがよく使うプリカカッターあったんで、ちょっと紹介していただきたいと思います。お願いします。はい、まず小さい方から説明させていただきます。こちら AL の35と言いまして、プリカカッターになってます。今までプリカってやっぱりプリカナイフで切っていただいてたんで、プリカナイフめっちゃ時間かかるんですよ。はい、ですしちょっと危ないですよね。はい。ハサミで切るとコネクタ入りにくかったり、結構ストレスが現場あるあるなんですけど、あったんですけど、あんまり専用品っていうのが市場にこれまでありませんでしたので、はい、新製品で出させていただいております。はい、この製品 NPL35 という製品でして、プリカカッター専用のカッターになっております。この製品ですね、最初この閉じた状態になっておりまして、ここにロックが効いてますので刃が開かなくて安全です。開く際はこのように外していただいて、このバーを下に引っ張っていただいたら刃が開くという構造になっております。こちら性能的にはプリカの外径 37mm のプリカまで切断可能となってます。やと31ですね、予備系で言ったら30ですね。防水プリカも、通常プリカも両方一発で切れると。はい、使用できるとです。実際に切っていただいていいですか？じゃあ、はい、なるべく垂直に入れていただけたら綺麗に切れますので。防水プリカの場合はここ側だけね、カッターでちょっとこう一瞬切れ目入れる手間があったんですけど、言うてる間にそうなんですよ。めっちゃ綺麗ほんでこれ。そういう手間も。これだとコネクターの中に入れるネジがすんなり入りそうですね。そうですね。綺麗に切れるようになってます。なかなかハサミとかで綺麗に切ったつもりでも入らんっていうことが多くて、現場で困ってたんですけど、でもう一回切っていいですか？はい、このロック開けていただいて、ちょっと開いていただいて、はい、もう一回いきます。で、全然力いらないですね、これ。ほんまに軽く、握っていくと、言うてる間にパチッと切れる。これいいですね。ありがとうございます。最高です。大きい方もある。はい、大きい方も PL の55という製品でございまして、通常時ここに取っ手の開かないように、やっぱ開いたら結構大きいですので、取っ手の開かないようにロックがついてます。このロックをこのように刃が開きます。刃もこの状態では開かないんですけれど、このように取って開いていただいたらガチャッと、ここでロックが解除されてる、ここでロックが解除される形状になってます。はい、次どうぞ。こっち大きいタイプは配管のサイズは、配管のサイズはですね、こちら予備系50まで、通常のプリカも防水のプリカもどちらも対応しております。小さいのは予備系30までですね。30から50。はい。30と50になってます。これも全然力いらないですね。こういうのってなんか硬いイメージなんですけど、全然同じ力加減でずーっと、はい、刃がすごいいい刃ついてますので。すごい綺麗やな。この断面わかるかな。これはでもプリカナイフでもここまで綺麗に切れないですよね。多分切れないと思いますね。バンドソーとかでも切るんですけど、刃が引っかかってこの内のやつがビッ中に出てきたり、結局ぐちゃぐちゃになったりするんですけど、これ失敗せえへんしいいですね。絶対こっちの方がいいですよ。ぜひもう60、70もでかいのも出してほしいですね。ありがとうございます。結構ね63が多いんですけど、個人的には。はい。
奥さんのコネクターとかちょっとミスったらもう入んないんで感じで、はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。これはうちの電気屋 YouTuber の吉田優も気になってたんで、また会った時にご利用してください。またよろしくお願いします。プリカカッターの紹介でした。はい、ありがとうございます。最後こちら紹介させてもらおうと思ってました。手動の圧着工具になってます。はい、こちらが60まで、14から60まで、こちらが14から150までのタイプになってます。こちらのタイプですね、実規格対応の製品になりまして、で特徴といたしましては、ここ仮押さえのためのレバーがついてますので、狭いところでもこういう風に片手で挟んでおけるという製品になってます。これじゃないと落ちたりしますので、締めすぎても怖いし、早紙で止めてたりするんですけど、感覚できますので、そうです。このように片手で仮押さえができる製品になってまして、でヘッド部が360度回転いたします。結構バンのとことかこう向き固定されるんで、これ回るのはしがたい。圧着の完了のお知らせは一番下のところですね、黄色いラインが出てきますので、このラインが出てくれば圧着完了。ここから上上がっていくんですけれど、黄色のラインが出ていただければもう圧着完了という製品になってます。目視で確認してから。そうですね、目視で確認していただけると。これダイスもしくは回すタイプですか？あ、そうですね、ダイスもこのようにですね、回転させていただいて、14から3発まで、こちら14から3発まで対応しておりまして、めっちゃ感動した。14、22、3発3種類できるとですね。はい、60はまたちょっと別でございますので、頭も変えなくていいんです。そうですね、頭はこれで、はい、このように軸がついてるタイプ、このように刺して脱着していただける。この場合は60も対応してる。60も対応してます。60を押すときは駒だけ交換してってことですね。こちら60のタイプです。はい、こちら150のタイプ、60に比べたら大きいんですけれど、特徴といたしましては、これで圧着モードにしてもらった後、一番最初ですね、ダイス早送りが可能になってます。何回もこうしていただいてゆっくり上がるのがそれだけで時間かかりまして、はい、効率も落ちますので、こうしていただいたら大幅にダイスが最初上がるようになってます。ダイスの早送り機能になっております。ヘッドは回転式、ここを回転していただいたらヘッドが回転するようになってます。あ、そうです。すみません。浮かして回転するという形になってます。でダイスの方はセットで入ってる。80から150は1つでいけると。はい、38から70まで、14、22の1、2、3、4つ150までいける方がついてるということです。はい、こちら2製品とも今年からの新製品、新製品になっております。これでも2つ欲しくなりますね。ありがとうございます。白いやつ圧着工具で MOA の60、こちらが MOA の150になってます。60と150でご縁にいただきたいので、ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。戻すときはパンチャーみたいな感じですね。そうですね、パンチは使い方でした。この仮押さえどういう握りで使うんですか？そのように使っていただく。ここで一回押さえといて噛んだら、噛んだら両手でしていただくっていう形なんです。でも全然使えそうですね。そうですね、特に実の必要な現場ってなってきたら、電動の専用工具かこれかの選択肢になってきますので、これ一つと、箱ではあると思うんですけど、コンパクトに済みそうです。あ、そうです。結構ね、手動のやつ持っていこうと思ったらでっかいあれになるんで、これとバッカンに60までいけるやつ、これだけでいきますので。そうですね。ありがとうございます。マーベルさんの新商品を紹介していただきました。深谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。何か一言あれば、ぜひマーベル商品をこれからも頑張って開発させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。CVT とかね、これ大きな電線を回すケーブルリールなんですけど、大型のものにどうしてもなってしまうので、立てて収納できて、寝かしで使えるものっていうことで。なるほど。僕らこれいつもドラムの回るあるじゃないですか、ドーナツみたいなやつ、あれにコンパネ乗せて、でこの玉を乗せて回してて、途中でそのコンパネが落ちてまた戻してっていうのずっとやってたんで。そういうので開発した内側のこの内に逃げないようにするんですけど、でもう一つケーブルここから通してこう、引っ張っていくんですけど、最終的に一定の距離になってから、電線を切らずに取り出しができるんで、長い地下にしてあるからくぐらして外せるんですね。そうですね。でここのピンがここに収納できるわけですね。片付けるときは外してファンネンけど、すごいコンパクト。その時はこれがいいわ。
軽い。へえ。片手でいける。おー。逆に今までなんでこれがなかったんやろと思うぐらいどれも回るって重いですもんね、基本。重たいね。ドラムに入ってないやつは使われへんから、みんなあの時この時使うんやけど。ああいうやつですね。距離行くとどうしてもこう重たくなるんです。そうですね。だんだん太くなっていくっていう電線が地で出たんですけど。へえ。あ、太さが違うわ。ほら。なるほど。こっちから行けばどんどんケツに行くにつれて太くなっていく。これもまあ何点というか、このジョイントの部分がどうしても引っかかったりということですね。はいはい。っていうのがあって、これどうにかならないかなっていう。この白いタイプは先端からちょっとずつ太くなっていくっていう。継ぎ目なしでじわじわ太くなっていってるんですか。このリール面白い。これでしまえるのはすごい。このリールすごい。あ、細くなってきた、細くなってきた。ほんまや、全然違う。全然違う、全然違う。すごい。これを継ぎ目なしで作ったってことですか。そうですね。で、リングス入ってくるんですね、これ。はい。そうですね。あ、2メーターここで。こういうふうに長さ書いてありますんで、どれぐらい入れてるか。目安がありますね。これ実際僕ばかりですかね。軽いんで。今これのデモのとこでこの R が6箇所あるらしいんですよ。なるほど。6箇所あると結構重くなってくるんですけど。帰ってきた。ここで違う。めちゃくちゃ軽いです。ここで太さこんだけ違うし、押しも腰があるから素直に押していけるんですけど、このリールがいい、すごく。今までスチールってやっぱこういうの入ってるから、ある程度こう出して入れて出して入れてだったんで、この両手でずっと押し続けるのができないんですよ。押し続けるリズムが途切れた時に大体こう詰まるんですよね。そう、これずっと押し続けれるんで、でまたなおかつこいつが腰があってくれるからストレスなく今ここまで来て、ちょっと感激した今これ。これすごいですね。ちょっとやってみる？これでしまえるんがすごい。そう、もう押し込むだけはもうね、勝手にドラム回ってくれるから。回さなあかんやつとかあるけど。そう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 。お、もう帰ってきたもんこれ。早っ。やってみます。いっちゃって。なるほどね。入れてる時に R が増えたからって言って硬くなるっていうのがすごい少ないです。継ぎ目がないから押し込んでても違和感ないよね。手に違和感がないから。これは面白いわ。白っていうのもいいですね。わかりやすい。ちょっと色の色出して続けてきて、そろそろ色がなくなってきたっていうのもあるんですでもやっぱ天井内で見るってなったら白ってすごい見やすいですよ。光に反射するんで。そうですね。黒とかって結構探しづらいんですよ。青とか。ですね。天井裏とか暗いとこを想定すると先端10センチ蓄光とかもしてほしいかなと思いますけどね。これは面白いわ。ありがとうございます。あれ気になって。あれですよね。あれ縛らなくてもできるやつですよね、これ。はい。ここ折り返しで止めるだけなんですけど。いろんなサイズいけますもんね、これ。サイズはまあこれが届く範囲なので。大きい巻きのやつありますもんね。どうしよう。用なしやん。需要なくなってまう谷川さん。用なしやん。首ですか、私。せっかくあそこまで頑張ったのに。でも多分あそこからでこういうものが出来上がってくるわけやから、ちょっとでも役に立ったんやったら。パイオニアっすね。でもこれ
れいいですね。色3色あるんですね。例えばこのアーセンとかでも太さが違うのがあったりとかするから、その太さの違いをこの色で分かるようにできるから、そういう意味ではいいかもしれない。黄色のやつ巻いてる IV 持ってきてって言ったら、それ持ってきたら OK ので。確かに色でねケーブル分けといたら分かりやすいですもんね、誰に伝えるにしても。そうそうそう。どうしてもこう皮むくとその太さの表記ってパッケージに書いてある、それがなくなるから、自分らでこの色は何本の太さのやつ決めておけば、その色ですぐ分かるから、確かにいいかもしれない。ありがとうございます。続いては、こっち僕ちょっとインスタでこの透明なやつをちょっと最近色で見込んで色変えちゃってますけど、こっちはあれ蓄光タイプですね。であと今までの色で4色ですかね。で今回この2色が最近出たんですよね。蛍光タイプとクリアタイプ。これ蓄光って光るんよね、暗いところで。蓄光。そうそう。でこのクリアなやつは鍋で煮込むと色が変わる。この間はオレンジにと青色に煮込みました。でこれソフトなんで中柔らかいのと、あとこうマグネットなんですよ。でワンタッチで閉まるのとこう開けやすいんですよ。中にビスとか入れてると、これ縦にするとここのマグネットのところにちょうどビスがついてくれて一本ずつが出しやすい。使い勝手がいい。で裏がクリップになってるから、そこ肉厚あるからステップルとか入れても破れてこないよね。なるほど。かなりこれはいい。パーツケースかよりは音もしないし、ガチャガチャいかないから、すごくこれは使ってて使い勝手がいいです。いろんな方に見込んでいただいて、いろんな色展開されてるんで、当初もいろんな色出していこうかと思ってるんですけど、それがすごい人気みたいなので、ぜひまた買っていただきましたら。オレンジ出してください。こういう感じのオレンジ味のがあれば、僕すぐ買うんでよろしくお願いします。はい、そういう感じで今回ジェフコーブさんの紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ネグロスさんに遊びに来させてもらったんですけど、ちょっと僕も今仕事で工場関係やってまして、もうこういうラックであったり、配管であったり、もうネグロスさんの、にお世話になりっぱなしなんですけど、なんか常に進化してますよね、新しいものが出たり。ということでちょっと見ていきたいんですけど、見たことあるなっていうのもあります。こんなんはちょっと初めて見たんですけど、何ですかね。こちらはラックのカバー用のアース金具なんですけど、これですね。カバーにアースボンド線を今までつないでいただいて、電気的接続をしていただいてたんですけども、それが非常に手間だというところで、もっと簡単に商用化できないというところで開発されたのがこの金具なんですけど、これは両面用なんで、上下でこう挟んでいただいて、このボルトを締めていただければ、もうそれでボンド線をつながなくても電気的接続が行えているというような。このビスが本体に接続するから、そうです。ここでアースがちゃんと通電されている。で上蓋のみとか下蓋のみもあるということですね。上蓋だとこちらになります。今までここのここの両側で金具を止めていただいて、アースボンド線をつないでいただいてるんですけども、今回この金具を締め付けていただくだけで、しっかりと電気的接続が行えるといった金具になります。僕これも初めて見ましたわ。これはでも触れ止めの金具で前々からあるんですけど、SRS1 ばっかり使ってるんですよ。QRS1。これができるってことですか。上下のカバーとかをつける時のためのものなんですけども、一般的には多分これが一番多くてですね、こういった形で引っ掛けていただいて、で下からもできるんですけど、カバー、こっちは今ついてないからあれなんですけども。ってことはどうしてもレールのとこにカバーをしたいときはこれを使う。レールじゃなくて、レールの時は別に普通の S1 でもいいんですけど、上下で今使う時とかは、例えばこういう形で下に締め込んでとかっていうのができる。こんなんもあるんですね。そうです。要は下からこうカバーをつけちゃうとクランプでここで引っ掛けれなくなっちゃうんで、これで止めていただく。そういうことですね。カバーの時に、そうです。これが出て使う時にこれが出てる。勉強になりますわ。でこれは配線。そうです。親げた用のところで配線する、弱電ですとか PF 管とかもいろいろなものでつけていただけるので。ありがとうございます。ってことで次なんですけども、道路トンネルケーブル用ってことで、ちょっと僕もあまりわからないんですけど、こういうのもあるんですね。あります。でこの分電盤とかのプラスアイテムっていうんですかね。でこんな変わった形のレール、これは、道路の、トンネルですね。主にトンネル用のケーブル配線の金具なんですけども、振動とか多いので、二重落下対策をしっかりしてケーブルを止めなさいっていうところで、
まあいろいろうちが考えて出した金具なんですけども、まあ、ちょっとこれサイズが違うんですけど、金具をまずこういうふうに仮止めできるんですけど、ここでまずケーブルを入れてもらって、入れた後に挟んで固定すると。すげえ。はい。だからわざわざその最初からこう位置を決めてとかではなくて、ある程度こう遊びを持たして、金具をセットできるというところで、自由に。はい。これは切断してるんですか？これが1畳用、これが1畳用で、もうここの窓が1つだけで、あそこだと2つ2畳用があったりとか、ダブルとかね。でこういう釣りボルト用のケーブルなどもあると。はい。これも3部4部兼用のもので、どっちでもいけちゃうんですね。はい。電ネジでしっかり止めていただいてできるという形です。ありがとうございます。ありがとうございます。裏は何かあるんですかね。こっちも道路トンネル系ですね。そうですね。こっちだとちょっと裏側見にくいんですけど、折り返しがついてて、これがちょっと緩んでしまった時とかの落下対策用に、裏にこう折り返しをつけた。ほんまや。デー1とはまた違うんですね。デー1で形状は一緒なんですけど、折り返しがついてるっていうところですね。これですか？そうです。へえ。これ。はい。まあこういう負荷がかかってもそうです。落ちにくい。あと振動とかそういう時に。すごいな。次今流行りのハヤテクということで、なんと去年ね、いろいろ教えてもらった方が今年もいられるってことで、ありがとうございます。主にこれは去年も聞いたんですけど、特徴などをちょっと教えてもらえたら。改めて説明しますと、ハヤテクっていうこういうバネを使った商品で、こういうクリップみたいな形状になっているものを前ネジに片手ですね、片手でこう仮止めできますよ、で締めたらしっかりと固定できますという商品ですね。施工省略というか、ちょっとでも早くできるように、職人さんの作業を早くというところで出してます。これも僕なんか使いましたよ。そうですね。これどうやるんやったかな。そうですそうです。ね、ずん切りに広げていただいて一緒です。そうこういう使い方もできるんですよ。そうですね。位置を決めれますという形ですね。これラックであったり。であと今年でいきますと、この中でも軽技という商品なんですけど、中空壁のアンカーですね。もうお手持ちの3部のボルトあると思うんですけど、それにこの商品をつけていただいて、このまま中空の穴開けしたところに入れてもらえると止めれるという商品ですね。これは何ぼでも出していいんですか、向こうは。そうですね、調節はできるようになってます。一応適合は45の厚みですね。であと、これがどうしても中に落ちてしまうっていう問題があったんですけど、仮止めプレート今回つけてるんで、これでまず落ちないようにしていただいて、で本締めはまた後でしていただく。これは次の壁に突っ張らすまで回すってことですか？いえもうですね、すみません、断面でいきますとこういう感じでもう止まってるんで、ここでもうボルトがもう出せてる状態なんですね。なので壁からボルトを出してそこに固定してもらうと。でレールなどであと挟んで終わり。そうですね。でレールなどを挟むまでにこれが落ちてしまうから、これをつけとこうぜってことですかね。そうです、仮止めの。ってことでいろいろ商品見させてもらってありがとうございました。ありがとうございます。ネグロスさんといえば僕ももう10年何年と電気屋やってるんですけど、電気屋やり始めた時からネグロスとはみんな触れ合ってきてると思います。ありがとうございます。で今見せてもらったようにこういうハヤテクであったり、いろんな進化していってるじゃないですか。それは僕ら職人のことを思って、ちょっとでも成功を楽にしてあげようとか、っていう考えのもとやられてると思うんですけど、僕のチャンネル電気工事系の方が多いんで、よければ最後にネグロスさんの思いというか、職人へのメッセージなどあれば、ぜひお願いします。この度ご紹介いただきましてありがとうございます。弊社の商品はですね、現場で使われる職人さんの声をいろいろお聞きして、でそれを持ち帰って開発してということでここまでやってきている企業でございますので、また今後も職人さんの声ありましたら、営業所の方にどんどん言っていただければ幸いです。ありがとうございます。ネグロスさんの商品を使ってここもっとこうなればいいのになとかね、こんなん欲しいなっていうのがあれば営業所の方にご連絡してみてください。じゃあ本日はありがとうございました。はい、次はボッシュさんの方に遊びに来させていただきました。こんな感じで青色がメインのボッシュさんで、ボッシュさんの方も担当の西田さんの方に
いろいろ紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。ではまず一つ目、はい、こちらになります。これコンクリート探知機になるんです。すごいですね、これ。はい、これコンクリートの中に、今この鉄筋とか配管とか埋まってるんですけども、はい、これをこの探知機でですね、探せるような形になりますね。はい。施工前の安全確認。はい。要はこういうのを穴開けるときに切ってしまわないように。結構大事ですね。そうですね。結構電線管やられたとかいう話、僕ら多いんで。そうですね。はい。これ正確に出てきますんで、はい。やってみますね。お願いします。ちょっと上から開けますか。すみません。こんな感じで。なんか今までの液晶のそうですね。なんかゲームみたいな感じで見やすそうですね。そうですね。液晶もカラーになって、前のは白黒だったんですけど、そうですね。はい。これ去年出た4代目の商品になるんですけど、はい。一応こんな形で出てきましてですね。ちょっと今回いきますね。鉄筋ですね。そうです。今鉄筋これ対峙金属って出てますね。あ、その中に何が入ってるかもわかるんですか。そうです。材料までわかります。金属。でこれ表面から2.8センチ、9センチですかね。深さもわかるんですか。深さもわかります。だからこの面から 2.9 センチのところに鉄筋があります。鉄筋がありますよという形でわかるんで。これ土間にアンカーをするめっちゃいいな。そうですね。当たることがないんで絶対外せんもんな。はい。打ち間違えたらあかんアンカーってありますね。ありますあります。勝ち込みとかな。基本出てきたところには打たない。はい、その避けて打っていただくって形ですね。8センチっていうのはこのコンクリートの厚み。そうです。これマックス8センチまで検知できますよっていうモードでやってますので。そういうことです。はい。こっち行きますね。はい。でこんな形で今度配管なんですけども、非金属出てきますね。これも表面から 2. 何センチ下で。コンクリートの中に非金属っていうことはほぼほぼ CD 化とか PS 化ということで。そうですね。深さも深さも。こんな形で深さ 2.5 センチ。2.5 センチからいてますってことですね。表面から 2.5 センチ下からいてますって形ですね。はいはい。逆にいててもアンカーのサイズがつかなければいけるってことですよね。はい。そうかだからギリギリ狙えるっていう。そう。深さは分かるんです。すごく助かりますね。そうですね。はい。これはでも電気屋でもいろんな業種一つ持っとかないといけないですね。そうですね。便利だと思います。結構これで緊急で補修走らされたりもあるんで、今なんかいろいろ厳しくなってきてると思うんで、万が一鉄筋切っちゃったりしたら取り返しつかないことになると思うんですよ。昔は多分厳しいんで、この辺は補修作業になってくるかなと思います。10.8 のバッテリーで。バッテリーでいけます。はい。これ電池でもいけるんですね。バッテリーも入ってますけど、電用なんです。はい。電源炭酸4本。はい。ちょっといいですか。これね、はい。どこに入れるんですか。ですね。これを抜いて、専用の炭酸のあります。カップがあるんで、それ入れていただく形ですね。電池入れて。販売されるときは電池とそのどっちもついてきます。両セットで。両セットで。はい。10.8 これ1個あれば全然いけそうです。そうですね。一日中見るもんでもないです。そうですね。一つあれば十分検知できそうです。これ展示会で昨日から満タンにしてずっとやってるんですけど、電源電池切れないんで、長持ちもします。こちらも販売されてる。もちろんです。販売してます。はい。型番などあれば、これですね。この上のタイプが今言ったですね、すべてセットなんですよ。はい。で下のやつが本体のバッテリーがつかないタイプですね。そうですね。乾電池のやつはついてきます。わかります。バッテリーなしとフルセットということです。そうです。はい。こちらの商品。ぜひ気になる方はボッシュさんチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。これになります。コンパクトな。これグラインダー、カッター、サンダー。ベビーサンダーよりももっとベビーっぽい。そうですそうです。でちょっとありそうでなかったようなんですね。サイズで。そうですね。で向きもどっちかっていうとパワーカッターのような向き。向きは一緒か。そうですね。まあ向きは一緒かな。一般的な感じ。そうですね。配管とかの狭い場所のちょい切り。天井裏とか。そうですね。手を入れて今までこう手動でやったところをこれでできますよ。こんな形で回りますね。パワーもあります。もともとがこんぐらいのサイズです。そうです。この並べたら小さいバージョンみたいな感じですね。ほんまに現地側っていうか現場でちょっと切るのにとか、天井裏とかでもこうバーとか切るのでかいのに怖いですね。ボードまで
ぴったりしちゃうんで。でこう上にこう持ち上げるときにこういう体操で持ち上がらないあ、そうですね。これだともう片手でこう入れれる、ちょっと加工するのに。そうですね。で、さっきの同じ 10.8 のバッテリー。10.8のバッテリー。さっきのコンクリート探知機と同じバッテリーですね。併用できるバッテリーできます。で、刃物がですね、こっちが何でも切れるマルチの刃が今ついてます。で、細部まで切れるダイヤの刃があります。で、通常の砥石ですね。金属の砥石。一番よく使うやつ。そうですね。この3種類の設定がありますので、この3種類あればもう何でも切れるという形に。低カルボードとかもいけます。いけそうですね。いけます。コンセント対抗するのいけます。はい。木材とかもいけます。で、専用の刃にボッシュさんから出てる専用の刃。そうです。そうです。76ミリのちょっと専用の刃にはなってしまうんですけど、これ一つあってもかさばらし良さそうですね。そうですね。はい。結構発売して間もないんですけども大好評。ちょっと品薄状態続いてるんですけど。日本やと、僕らねでかいのもって結構あると思うんです。そうですね。これ一つあれば。電気工事やと結構重宝しそうな。そうですね。はい。思います。ぜひよろしくお願いします。型番の意味は型番がですね。ここですね。GWS10.8V、76H とH2 って2種類あるんですけど、これになりますね。はい。ありがとうございます。今インパクトドライバーとドライバーのセットになります。箱で2つ入る。そうです。もう2つね、こうセットで綺麗に収まってくるんですよ。この発想なかったですね。そうです。これ2つ入っててなかなかないですよね。いつもだからインパクトとドライバーもさ2つ持っていかなかったのが、これ1個できるってことですね。1個でいけますね。で、こっちはインパクトになりますね。インパクトドライバー。10.8。18です。あ、18。で、これ普通のインパクトじゃなくて、これ普通にこれビットもつくんですけど、このソケットもいけるんです。12.7 角のソケットが直付け。よいしょ。こんな感じで。直でこのソケットもつきますんで、インパクトドライバー兼インパクトレンチという形。この先っぽは普段市販されてる違うメーカーでもある。12.7 角のやつだとつきます。合うってことですか？合います。合います。これも本当一般的な価格なんで、普通にこれ買ってきていただいて。どっちかでしたもんね。ソケットなのかビットなのか。両方いけるっていうのは今までなかった。そうですね。こっちの方が強くていいですもんね。やっぱり軸が折れたりするんでね。おっしゃる通りです。トルクがね伝わりやすいんですよ。直付けだと。ああ、そうですね。で、なんかボッシュさんのインパクトかっこよくないですか？ありがとうございます。トルクがすごい伝わるような、わかるかな？結構甲高い系が多いと思うんですけど、この音僕好きで。太い音。強そうな。ありがとうございます。ブラシレスのモーターですね。あとドライバードリル。これもブラシレスのモーターのドライバードリルになりますね。で、トルク調整もちろん20段階ですね。できまして、スピード調整もできます。すごい風。やっぱりドリルの方もインパクトと同じようなこの低くて強そうな音がいいですね。これかっこいい。シャフトの部分もだいぶ強そうですね。かなり精度がいいですね。物としてはかなりいいドライバーになります。これから電気工事をね独立される方とか、そうですね。これも買えますので、箱が一つ減るし、充電器ももちろんついてます。そうできます。スターターセットとしては本当に良くてですね。2つ今ついてくるのと、バッテリーも2つついてきます。4アンペアですね。2つついてきます。で、ここにちょっとビットとかも、ソケットとかも直せて、これいいですね。この1つと、このセットで、なんとこれなんですよ。今見てびっくりしました。一つでこの値段ですもんね。です。本来はですね。2つで1つ分の値段っていう形でやらせていただいてます。ジャンプ限定でセットで出てます。ありがとうございます。星野西田さんに紹介していただきました。ありがとうございました。また募集、電動工具よろしくお願いいたします。展示会は年中されてますもんね。年中してますので、よろしく。展示会ぜひ見られた方はご検討お願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。星さんでした。はい、次はカスタムさんに遊びに来ました。カスタムさんというのはテスター、試験電気とかいろいろあるんですけども、メーカーの谷村さんに一緒にご紹介していただきたいと思います。谷村さん、よろしくお願いします。こちら検電機のノーマルのやつと、あとうちの特許を取ってますこういう棒型のやつで検証ができるという検証機。動力の検証。そうですね。RST わかるんですか？はい。
はい、でもこれ一応コンセプトがあって、はい、まず点電をこういう形で当たってもらって、はい、でもう一回押してもらうと喧騒のスタンバイになるんで、はい、これでもう一回押すと喧騒になるんで、これで4回になったら最後でこれちょっと今やられちゃいますけど、ここはグリーンになったら清掃というところで、計数機もいらないじゃないですか。そうですね。でもコンセント端末だけクリップのここもミキサーのはい、この形で。計数機もいらんくなるじゃん。クリップが挟まなくていいんですけど、3回当てる手があるんですでも計数機持ち歩くと考えたら、そうですね、これでいけるのは、はい、と一緒に。これ新商品。これはもう4年5年ぐらい。はい。全然知らなかった。点電して200か200のとこが光る。起伏の時は、その通電だけなんですけど、裸端子とか当たる時には100、200の判定ができるという形ですね。ちょっと今裸のレスがないんでありますけど、このテスターは前もご案内してるんですが、こういうカードタイプのやつで、従来品であればこの根元とか断線したら本体ごと交換するところに対して別売でこういう差し込みのジャック式になってるんで、これめっちゃちっちゃいですね。そうですね。ここだけであれば断線しても交換いただけると。部品交換で使える。小さいし腰に入れてても邪魔にならないですね。そうですね。という感じで。はい。ハードケースになってます。で、大小。これの使い分けっていうのは何か特にはテストリードのしまい方でこういう従来タイプのニューアウタイプのソフトケースで、これはプランプがついてるのでちょっと違って、プランプも、はい、こっちでチェックできる。そうです。でこれがまあこういう形でテストリードをしています。これ使いやすそうですね。はい、腰に入れるときには。でこの製品のまあ前からモデルがあるんですが、こういうように磁石がついてる。それ便利やな。盤にね、こうペタってしながら電圧をパッと見ていけるっていう。クランプ。これはこういうキュービクルタイプのところで片方を外してこう入れて、こうクワガタがこういけないときに。そうです。はい。これと自在なんでどこでもいけます。そうですね。はい。消毒系です。消毒系です。これは音。そうです。騒音系。でこれは高速よく打ち屋さんが現場の最後でひらつけてチェックしてるのを、そうです。この先端でテスターで見て、ダクトが吹いてるかどうかも見るので。これは温度。その先端の温度というか。これは新しいのが新商品でサーモグラフィーの方です。サーモグラフィー。で、もともとこちらのタイプを前から出してたんですが、これは完全にこういう色分布で温度を見るというところを可視化する商品で、これが画像の長さこれぐらいのやつでして、この数お値段に比例してきます。で、新商品になりますと、同じ先ほどのところを見ていただくと、こんな形で。タブレットみたいな感じで、はい、より細かく見れるってことですか？はい。こういう遠くでも、こういう形で。LED のとこが赤くなってるのか。で、このフレッシュレートが高いので、こういうファンをしても、結構滑らかに動きますという点でありますとか、あとここでこういうふうに一部だけサーモ画面にそこだけすると。こういうサーモの計測っていろんなところで使えますので、電気屋だけじゃなくて、こちらだとこういう三脚に固定をしてスマホのアプリを出しておりますので、こういう形でスマホでこのアプリダウンロードいただいて、そこで画面を Wi-Fi で1対1で接続するので、そこで見たりとか、そこから操作をしたりということもできます。で、あとこの辺はカメラですね。はい、先端を取る形で。結構しっかり映ってますね、この距離感でも。ファイバースコープいいですね。で、こういう自由ケーブルになってまして、先端がライト。ちょっと配管の中とか、奥まったとこ突っ込んで見れますもんね。で、こういう細かいところでもこのピントが。おー、すごい。ピントがすぐ合いますね。あります。画面付きっていうのがいいですね。撮りたい時とかあったらスクショみたいな感じでも撮るのも大丈夫。そうです。で、SD カードついてるんで動画静止が保存できる。はい。あとはこういう距離計の赤レーザー光とあとグリーンのレーザー。はい。より視認性がいい。距離計欲しいんですよね。結構大きさによってその飛ぶ距離が変わってくる。これが80メートルで、だいぶ長くて、ノーマルだったら40メートルぐらい。
こういうちょっと明るいところでもおります。実際に20メートル。20メートル。それは明るい段階。これはそのメジャー代わりのような形で、お部屋の衣替えとか、その辺でも明るい。この後ろから対象物までの距離を。そうですね。はい。で、一番最初がミリのところ。だいぶ精度が。これ小さいから使いやすい。実際現場で言うと20メートルぐらいでもう作業する。そうですね。で、よりプロ仕様ですと、そういう面積があったりとか、はい。足し算とかもしてくれる。そうですね。こういう板グラスのテープを使って3点を測って直角でもう1点を計算するとかっていう昔算数で習ったそうねその辺で計算して出すというできるのでだんだんハイテクになってくる。そうですね。距離だけじゃなくて。はい。昔全部自分でこないし計算しとった。計算したことない。ありがとうございます。こちらは仕入れ商品なんですが、うちが使っているブランスというメーカーのヘッドライター製品群です。基本辛くてというのと、あとハイブリッドモデルということで、前の方に電源がついてまして、バッテリーでそこに外すと乾電池。ああ、なるほどね。電池もバッテリーもいけます。でタイプ C の USB で、直接充電するんですね。そうです。なるほどね。で、これだけ家持って帰って家で充電すると可能なんです。そうです。タイプ C やったら車移動中にね、いけるっすよね。で、作業終わりでいちいち外すのがめんどくさい場合は、ここにも口がありますので、これで外からでも、そこからでも、はい、現場置いといても一晩充電できる。そうです。すごい。これが前モデルで、これが対面モデル。同じように、後ろ。はい、後ろで。エリアの。これ可愛いですね。可愛い色味も明るそうですね。はい。明るそう。こっちは結構明るそうですね。そうですね。何ルーメンまで？これは1000ルーメン。1000。いや明るい。これは一番高級。すげえ。これ中古と広角ついてんねや。調整できて、かっこいい。これ1個あと天井裏どこまでも見えそうや。あとはこういうペンキニッパーのコードもやってまして、従来モデルはこの白で黒地に赤だったんですけども、今回黒地金、ゴールド、ほんまや、これ金や。というモデルを出して工具にこだわってらっしゃる方、で今回反響が良かったですね。で参考出品で最後がエンビカッター黄色の白なんですが、こういう完全オーダーのいかつい玉虫色のモデルをすげえマジョラというかメタリックな感じで動画じゃ伝わりにくいかっこよさですね、これは。もう見えてんちゃう？映ってる映ってる。こっちもはいあ、ストリッパーもあんねや。これ違っぽいんや。めっちゃ高級。赤い赤。こっちに置いてるんですけど。これはオーダーで注文するという形です。この辺が参考のカラーですが。あれは欲しがる人多いやろ。はい、以上でございます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。で最後にお客さん、視聴者さんにメッセージがあれば、お願いします。はい、カスタムです。このようにたくさんの商品を扱っておりますので、引き続きご愛顧よろしくお願いします。ありがとうございました。本日はありがとうございました。JIS と日本工業機関と ISO の認証工場。工場自体がもう認定されてるということで、こちらですね、僕らがよく使う配管の付属材というんですかね。そうですね。これはプリカの方ですね。プリカに使えるやつであったり。ただとパイプの置いてるだけで。はあ。90度、40度、70度、80度置いてます。これは手落とし。落とし。かなり落とせるんですね。かなり落とします。正式で言うとこんなまであります。なかなかすごいですね。82から36まで。これも同じ82から36まで。すごいですね。一般で意外と。ここまではなかなか見ることがないんで面白いですわ。これがいわゆるパイコンですね。パイプからフレキへ。パイプコネクター。これはブッシング。これはブッシングですけど、これ普通の電線階のブッシングで、これはネジなし、火薬を切ってネジのところがなくなった場合、ブジュッと切ってこれ入れてもらって入れて今度ガンとかやるのに、アース線、アース用の端子を作ります。アースも取れるんですね。ちょっとサービスしてます。
サービス。ちょっとサービス優しいですね。あ、そう。これ厚子でもネジがなくなっても使えるということで、かなり便利ですね。こんなん使うときは、ネジのところを使わないとブチッと切ってもらえるから、そうですね。ネジが切らなくていける。はいはいはい。これもパイプキャップです。この逆とか、パイプキャップのネジ出しとか。パイプのキャップっていうのはどういう時に？やっぱりね、パイプ意外とね、埋め込む工事に使われる時も、仮設一番最初パイプを配管して埋めて、あと上上げてくる。それまで水とか泥が入ったら嫌なんで、止められることが多いんです。とりあえず配管するまでの防止として、お、これすごいで。54の配管から28にってことですね。そうそう。わあ。これ大好きなんですよ。興奮する。あとのネジ出しこれですか？これはボックスにボッコン、パイコンボッコン。あ、これはもう水の防水がついてるから外部でも使ってくださいねってことですよね。今こういうふうにずっと配線アップリンクとかネンダースコネクターの防水キャップ104まで揃えてますので、ちょっと珍しいと思いますよ。僕もこれ使うんですけど、これが出てくれたおかげでめっちゃ楽になりました。今までネジ切ってやらなあかんかったのが、もうネジ切り持っていかなくてもこれやったら認められてるんで。そうそう、よくご存知で。ありがとうございます。一筆書いてるんですよ。いわゆるまあ厚子のネジ出しを使ってもいいということだったからね。そうですよね。すげえ。それは落としですか？落とし。それから104から82までとか、はいはいはい。落とし、2段落として、全部でもこれが正アダプターのいわゆる104から92、正逆全部ね。うわ、すごいですね。前のやつがもう置いてるからちょこちょこそれで商売させてもらってます。結構僕らが知らないだけで意外とまだまだあるんやなっていうのが見させてもらって、僕らやっぱ知ってるものしかなかなか材料屋さんにあれとかこうちゃんと見たらいっぱいあるの。ニップルもある。モーターボックスとか合わない時によく使うんですよ。25度か。45度、90度、45度。プリカ、フレキ両方ある。プリカもフレキも。これ水なしのカップリング。水抜きですね。中間のとこにね。 U 字状にして。最近いわゆる観光庁で水抜きのカップリングをつけない、水抜きのそういう機器をつけなさい。カップリングじゃないやけどね。そういうふうになってきたんですよ。水がどうしてもプリカ自身紙いうかああいう構造物もやから穴開けて水を抜いてあげんとダメだいうことで。ステンレスもある。ステンレスもあります。これね、これを使います。めっちゃ面白いですね。いろんなものがあるからね。素人の人は分からんと思うけど、規格外のものが多いんで。要するにこれですね、水抜きのカップリング水抜きですね、これは。そういう使い方ですね。パイプ同士で残る分で。一箇所設けなさいとかありますもんね。水抜きでは一箇所設けなさいね。一応104まででも設けます。これってあんま僕使ったことないんですけど、棒爆？これは棒爆じゃなしに金網になってるだけで、いわゆる火花の飛ぶ場所とかいろいろ配管あるでしょ。ビニールやったらすぐ溶けてもらうから、火花の飛ぶ場所とか危険物のところにこれを使ってください。これの強化版。そう。すげえ。楽しそうですね。いや楽しいよ。これ非防水のプリカですね。こういう非防水プリカだったら結構ね硬さがあるんで角度とかも決めれる。固定できる。固定できますよね。これね防水。ありがとうございます。ありがとうございます。いや面白かったです。こういう感じでこういうのとかね。これ電柱のところボックスからの立ち上げのところね。この辺は高速道路がないからあれはひどいね。これを今でもやってるけど。高速道路の入り口の料金所のところにもうどうしようないぐらい線がつながってます。ほんまですね。後からいっぱい足していったんですかね。そう。置く場所はなかったね。この辺は手工で綺麗にできてる。ちなみに大阪コネクターさんというのはいつからあるんですか？ 40、50年こんなことばっかりやってますね。歴史ある配管部材のいつもお世話になってます。またこれからもお願いします。すみません急遽ありがとうございました。次は日本緑十字社緑十字社っていうブースさんに遊びに来たんですけど、どのような会社というか何をされている？標識がメインのメーカーですね。誘導灯とか作られてるってことですか？へえ。こういう形でこういったよく見ますね。このようなのを作られているんですね。そうですね。いろいろと目に見える安全は。普段はまあこれだと思うんですけど、今日のまあ一押しとかあれば。夏のカタログになるんですけど、そちらのにあります水冷服っていう商品になります。今ね夏暑いですもんね。そうですね。すごい。どうしても夏ですと冬場ではない熱中症倒れてそうですね。死んでしまうとかありますので、そういったところでこういった水冷服という商品になるんですけども、空調服にはないものになりまして、空調服と違う点で言いますと、まずファンがないです。そうですね。水冷服って言いますので水で体を冷やすっていう商品になりますので、こういったように中にペットボトルが入ってるんですけど、こちらがちょっと実際動いてる商品になりまして、今運転中ってことですね。この水が流れてるんですけども、こちら
ホース、この中のホースの中に水が駆け巡ってるっていった。ここから冷感が伝わってくると。そうですね。はい。体を冷やしまして、水が駆け巡ってまたもう一度上から流れてきて、この凍ったペットボトルに当たって、もう一度駆け巡る商品になります。循環式。循環ですね。はい。水も飲めるという、そうですね。このペットボトルも飲料水、はいはいはい、好きなスポーツ飲料水でしたり、まあお茶でもそうですけど、溶けたタイミングで飲んでいただける商品になります。ありがとうございます。やっぱこう夏に向けて結構売れていってます。そうですね。ものすごい引き合いが多くて、早いもん勝ちみたいなところはあるので、去年もすぐなくなったでしょ。そうですね。はい。もうすぐ入荷がね。すごいですね。早いもん勝ちですね。夏に向けてご準備をぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。アイスウォータークーリング。アイスウォータークーリングベストプロ。大枠で水冷服。水冷服。はいはいはい。であとは作業服なども作られてるんですか。仕入れになるんですけど、夏場こういったものも販売しています。ヘルメットもそうです。空調服ですね。あ、ここでボタンがついてるんですね。そうですね。なんか珍しいタイプですね。へえ。あ、こういう外しできて洗えますっていうところ。ああ、いいですね。ヘルメットもこれなんか変わった。現調用ですか。そうですね。現調用でしたり固めますので、これでこのぐらい固めるように。お、すげえ。はい。いざっていう時にはこう、はい。机の中に入れていただいたり、急な現調の時にまあ車に積んでいただいたり、まあいろいろなところに直せますので、そういったところではいいの。まあ電車移動でも全然はい。カバンの中に入れていただいても大丈夫です。いいですね。はい。こういう感じで。はい。ありがとうございました。僕、電気工事系の YouTube をちょっとやってるんですけど、まあ見てる方がほとんど職人なんですよ。なかなか職人さんと会うことってね、ないかなと思うんですけど、せっかくなんで、頑張ってる職人にメッセージをお願いします。職人の方、特に夏場、まあこの時期なので、とても暑くて大変やと思うんですけど、水冷服を着ていただいて、頑張っていただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。まずは国際産のブースに遊びに来ました。いつもお世話になってます。村松さん見てるかな。ということで早速社長に声かけていきたいと思います。おはようございます。お願いします。株式会社国際村松です。お世話になっております。国際の社長村松社長です。よろしくお願いします。ぜひお願いします。今回ジャンボということで何かおすすめの商品とかあれば教えていただきたいです。ございます。つい最近まで、マルチ、配電盤の鍵です。マルチキー。まあいろんな呼ばれ方されますけども、配電盤の鍵。前は11やったんです。今度13に変更じゃないです。追加です。10時の時に N なかったお客さんがおられてね。なんで購入いただけないの？あれとこれがない。あれとこれって何？お前電気屋にいるねんから線抜くやついるやろ。そして線抜くやつは今までやったらマイナスラバーやったら割れてしまうんですよね、ここが。そう、ちょっと大きいんですよね。そうですね。それと押し続けなダメっていう欠点、腹で押さえたりいろいろやってますね。マイナス長さがある。長さもあるし、抜きにくいです。はい。でうちは入れてこれ以上入れても割れないような設計にします。本体がね。そしてこれで抜ける。助かります。はい。そして次です。こっからがまたいいんです。それともう一つ、ちょっと特徴的にフレームみたいに先端みたいにこうなってますね。0番、いわゆる高所作業車の鍵です。国越さんとかいう0番っていうやつですね。0番です。はい、そうです。0番の主流ですね。はい、その0番の鍵をつけてます。その人の機械、借りてきた機械を使えじゃなくて、ちょっとどけたいな。自分で借りてたら自分でキー持ってますやん。人のやつはキー持ってませんね。ですのでどけたい。どけるときに1メーターずらす。その時に使っていただければ楽になる。これ僕テスターさせていただきます。ありがとうございます。はい。それが11と、まあ、200番500番全部入ってます。それと11と13の違いですね。そして最後にこれです。これ純正の鍵を曲がるらしいですね。曲がるっすね。曲がりますよね。ひねるように。ひねるね。はい、うちは厚み厚く、そしてもう一つこれだけステンレス。要は曲がらんとは言わん。曲がりにくい。本当に曲がりにくい対策してますんで、一つよろしく。鍵が古くなってくると開きにくいんで。ああ、そうですね。余計曲がりますね。すごく助かります。はい。で型番としては BMK、ABC の B、M、マウントの M、BMK13 なってます。番号書いてないんですよ。あ、そうです。BMK13。はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。他に何かおすすめのものあれば。これですね。これはもうだいぶ、まあ、皆さんのおかげで普及してきました。国際産といえばノンタップビス。ノンタップビス。文字通りノンタップ。いわゆるタップがいらないんです。今までとこれ違いだけどっていうこと。はい。今までは下穴開けまして、そしてタップを使う。でネジを切る。やりにくいところもあるんですね。奥ばったとこもそうです。あと壁際やったらタップ回しにくい。まあいろんな弊害があったと思います。そういう弊害も一切ございません。下穴の開けるとこやったらどんなに険しいところでも関係ないです。そして開けていただいて、まあ仮にしますね。はい、下穴開けました。これが今回の取り付け物と思ってください。取り付け物。これワッシャーですけどね。そして今からやります。これです。
見た目普通のビスです。そうです。そして今までやったらこれタップする、これタップしない。いきます。取り付けが至って100分の1ぐらいになってます。今のでもうタップが切れてるってことですね。はい。そこで一遍思いっきり確認してみてください。締め、緩めてください。もう一遍締めてください。いいよ。はい。取り付け完璧ですね。はい。取り付け終わりました。ここで一旦話切ります。そしてなんで話切るか。いきます。はい。今たまたまこの厚みのものつけたんですよ。はい。この厚みのものつける仮に仮定してください。はい。うわ、ビスの長さ足らんかった。今みたいに短いビスね。しか持ってなかったら。あ、そうですね。ですけど皆さんこういうビス、いわゆるサラビス、平行ネジ、こういうボディビス、いろんな呼ばれ方しますけど、いわゆる普通のビス持ってますよね。4ミリのですね。4ミリの。そしたらうちはタップ切るために今売ったん違うんです。取り付けが簡単のために売ったんです。さっきのビスはね。うちは後々の仕事も考えてこれでちゃんと、はい。そしてプロに確認してください。プロがネジ切れてますね。はい。入っていってますねこれ。焼き付けの、焼き付けじゃなくてもう一過性のその場しのぎの工事じゃなくて後々考えた工事ができるっていうノンタップです。そうですね。これでタップも切れるしそのまま固定してもいいし、長いのに交換もできるっていう。そうです。基本は固定のためのビス。そしてゆくゆくもし何か変える時あっても変えれますよっていうビスです。はい。だからタップ切る作業なくなるし、打つ作業もそのまま一気にいけるっていう。そうです。そうです。穴開けて打つだけっていう。そうです。これでもほんまに革命を。ありがとうございます。種類もたくさんあります。今これだけです。今4ミリしか表示ないですけど、5ミリ、6ミリもどんどん作ってます。そうです。56も。はい。56も以上試作にできてます。これもう普通の。はい。普通の6ミリのボルトです。はい。これでいけるんですか。いけます。下穴の径は。これは後日箱に書いてますんで。ちょっとちっちゃめで。はい。そして大きな違いは2番ビットで使えるように設計してます。この6ミリになれば普通3番ビットなんです。それを2番ビット、いわゆる普通のビット。小さくしてくれてると。そうです。なるほど。そして一番おすすめはやっぱりソケット、ボックスでやるのが一番進みます。10ミリのソケット。そうです。9.6 じゃなくて10ミリです。10ミリのソケットでも締めれるよ。そういう意味です。これがもうすぐ。もう出ます。多分これが放映されるとき、流れるときには出るはずです。じゃあ近々っていう。もう近々。これは楽しみですね。ですので4、5、6とシリーズは増えます。はい。そして最後にありがとうございます。一つだけ宣伝させてください。どんどんお願いしやっます。と売れてきました。あ、よく見るやつや。フリーブラケット。皆さんこういうバー見られた、もしくはこれ形違うのもいいですよ。どこのメーカーさんでも。これ3と3と思ってください。この間隔が大体900からが一番大きいです。600もあります。900もあります。それで内数測ってください。それの5ミリから10ミリダウンで切ってください。これもコラボして作ったんです。はい、切りました。バリ取ってますよね。バリ取る必要ございません。そしてもう一つ、ローバル乗ってください。待つ時間邪魔くさい。待たなくていいです。入れるだけ。見えないですよね。はい、これで一切見えないでしょ。バリが。そしてここに入れる。C コーと C コーの間に。はい、これはもうコラムで縦横関係ないですよ。コラムでも何でも関係ないです。はい、もちろん5ミリ、10ミリ短く切ったんで、ついてますよね。あ、ごめんなさい、一つ忘れました。入れた時に仮固定していただきたい。これ、線が入ってますんで、ここにね、仮固定、ビス打つ、要は締め込むなっていう意味です。はい、入れました。入れたらこうなるんですよね、もちろん融通効くんでね。あ、そういうことです。はい。この融通は後々みんな面倒なんです。つける時はいいんやけどね、後々やっぱりずれてしまう。それをちゃんと対策しますんで。はい。そして伸ばしてください。伸ばしたら、いきますよ。隙間絶対空いてますよね、短く切ったんやから当たり前で。伸ばしていただければ、あと全部ビスバリバリって打っていただければ。そして最後にこの長々がなんで止まるようになるか。長々の反対側が固定なの。長々の反対側は固定やな。だから絶対動くことないです。はめるときは楽して、あとは確実に止まるようにします。そしてここで普通の皆さんの器具作ります。プリンがありますよね。そして裏面使いたい人、ビスなんか打つ人ね、裏面使いたい人はこっちでやっていただければ。もいけるんですね。はい。そしてね、すごい。ここはピアスですね。そこらで鍵も売ってます。木もそこらで売ってる既製品の木でも一切関係なく使えます。これ別に加工したわけじゃないんです。ホームセンターでも売ってる。皆さんの手に入りやすいビスです。40ぐらいですか。40ですね。あ、そうか。レールと同じカバンね。そうです。40の木でもいける。はい。25でもいいです。これたまたま30やけど、40の、25、30、まあその辺全部いけます。ぜひ。そういうことです。フリーブラケット。そして最後の特徴が、まず施工簡単っていうのとスライチ。はい。
スライスがいいですよね。今まで S 書かなあかんわけね、こういうな施工されたら。そうですね。 S 書かなあかんよね、こうやって S 書く必要ないんですよ。まっすぐ入るんです、G 間でも。だから道具ベンダー出す必要もないし、何にも関係なしでまっすぐ入るんで楽です。スライスです。以上。ありがとうございます。あとお願いします。はい、以上国際産のブースでお邪魔しました。また社長これからもよろしくお願いします。こちらこそお願いします。はい、土屋さんに来てます。お疲れ様です。おなじみのこの人です。近い。はい。雑やな。今黒金一押しの商品などあれば。なんかできてる。今回これが一押しの商品ですね。腰袋シリーズ。三段になるんですかね。そうですね。これは三段。最近本当に黒金シリーズ一押し商品なんですけど、画像が伝わらないですけど、これめっちゃ軽いんですよ。軽いのがめちゃめちゃ軽い。めちゃめちゃ軽いのが売りにしてます。ちょっとその軽いリアクションを取ってください。軽いリアクションはみんなの方が多分分かると思う結構大きく見えるんですけど、持った感じはめっちゃ軽いです。ほんまに。で他のサックも同じよそうですね。うな感じで同じ生地でやってるんで軽く作って組んだ時の軽さが全然違いますね。カモさん持ってもらったリアクションぜひ持ってもらいましょう。軽い。おいおっと軽そう。めっちゃ重いみたいになりましたよ今。でもね、本当軽いですよ。軽くて、これ素材なんでしたっけ？これね、ここは合皮でライト PU レーザー合皮のやつなんです。この後ろはですね、スウェードの生地、高級車とかで使われてるような肌触りが高級車。触ってもらって入れるからちょっと強めみたいな。ここは結構質感にこだわって作ったんですけど、この底もあるんですけど、ここはこの生地と違ってここにやっぱり工具とか入れたら刺さるんで、ビスとかね、いろいろ入れるんで、で生地を二重にしてて、ここはちょっと丈夫な生地を使ってます。あとポイントとしたら、ここの内側にポケットがあるので、ポケット面白いですね。そうどんな使い方できますか？ビス入れたりとか、メモ帳入れれる。いろいろ入れれるように。水平器入れたり。いい感じでかいっすね。ほんまや、めっちゃでかい。これも売りですよ。 D にほんまに見えるっす。そう。かっこいい文字の D。金色でね、黒と金。中帽子つけやすそう。そういう風に作った。ベルトも販売してるんですか？そうですね。ベルトも一応販売してまして、こういうサポートベルトですけど、本社で使うんやったらちょっとこのベルトはね使えないんですけど、あくまでサポート用のベルトで組むときにっていうことですね。で一応このベルトもね、ここに保冷剤が入れれるように。あ、すごっ。やっぱりここ工具とか入れたら、ここがやっぱり一番設置するんで、ここが蒸れたりするから、この保冷剤入れれるように。近いからいいかもしれないですね。両側に。夏場は回路って言ってます。細かいところですけど、ちょっと機能がついてる。これから新しい。いろいろこの缶が多いですね。こぼしというのに。黒金の先にこの黒金のペンチニッパー差し込んでいくと。全部シリーズで揃えてもらった。決めたらめちゃめちゃかっこよくなりそうですね。ラインナップはね、一応これが3段なんですけど、あと2段と2段の薄型っていうのが一応あるんですよ。これが2段ですね。でこれが2段の薄型ですね。ここの幅が狭くなって開口部ちっちゃいわ。ほんまや。開口がねちっちゃなってるんで、それは用途に合わせて使ってもらって、あとサッシの方は一応4種類です。これそうです。これがペンチ2丁差しと、ペンチとニッパーです。2丁とドライバー差し、でこれがペン型のやつ、でこれ3丁差しですね。3段で。3段で。これが2段で全部この D 缶がついてる。そうです。これも一つ PR ポイント。これも軽い。裏こんな感じやね。そうです。いいね。このサイズ感っていうのは黒金の工具に合うように設計されてるんですか？うちのペンチニッパーがちゃんと入るように。これペンチ差し中ついてなかったっていうか、ベルトの中がこれカーボン素材になってる。でここカーボン柄になってる中が。そう。そこにもほんまや。カーボン柄こだわっていかつかっこいい。こだわりですね。それは渋い。中の素材がどうしてもねここ引っかかるんで、中の部分っていうのが。こ
こでやっぱり生地にこだわって作る人気。この型はいいっすよね。あ、その9インチパーサイズ。この170を僕ずっと使ってますわ。9インチ。それ9インチ。あー、すごい。めっちゃいいな。あ、でも歯難しいやね。あ、そういうことやね。おー。赤星の黒木に出てますね。そうです。そうないの。コードは今持ってきてないんですよ。めっちゃ渋いなこれ。これでまあカラーで統一してもらったら。工具とサックが一つのメーカーって今までなかった。そうですね。だから全部セットで組めるっていう。やっぱり今揃える方がね増えてるんで、こういうふうな一式で揃えれるように。こういってもありますね。コーナーが。まあおかげさまで増えてます。なんか新しいのだ。新しいのね、この3つ。あ、ラジペンで出る。ラジオペンチとスタンダードルーパー。が一緒か。これいいですよね。ちょっとちっちゃい150出たんや。すごい。この間これランコーで使ってるけどよかった。すごい。これがいいです。これはまあ普通のラジオペンチと違ってこの刃の部分がないんですけど、切るところがない、はい、切るところがないんですけど、ここの掴む部分ですね、ローレットを斜めにしてるんですよ。でそれで余計に食いつきが。鉄板とか薄いもんでもがっつり掴める。ちょっと触ってもらったら分かるんですけど、結構立ってるんですよ、溝が。指これ滑ってか。指が引っかかるぐらいになる。すごい。こういうのがシンプル系。はい。なかなか日本のメーカーでこういう感じないですよね。そうですね。がっつりのラジオペンチ。なんかドイツとかヨーロッパのメーカーがよく作ってる名車とか。そうです。これからまだまだ黒金製品のラインナップを取っていくということでよろしいですか。はい。今年もいっぱい出る予定になってるんで、ぜひ皆さん。動画ご覧の方もそんなん欲しいっていうのがあったらコメント欄に入れていただいたら。僕とニキが直接メーカーさんに言うとくんで。直談判し。直談判して。受け付けますんで。お願いします。これもあれですね。サイズ出してほしいですね。今17、19、21。そうですね。その3種類と、あとレースウェイのソケットが1種類。これめっちゃ使いやすいです。ここでも入る。なんで8ぐらいから21のセット。ちょっとまだそれも検討してるので、楽しみにしてもらったら。そうですね。黄色になってから認定されてる。そうですね、オレンジ色の。そうですね、結構サクッとこう入るようになっていて、普通ペンチやったら結構潰して入るんです。キラキラなってるの。マイクロミラーブレードでしたっけこれ。これはこれめっちゃ切りやすいです。ビーオクスパスか。VS がね結構切りやすい仕様になる。めっちゃ外野で見てはる。外野で見られます。でそのままの流れで隣にビクターさんがあって、ここからビクターに行くんですけど。岡村さんです。よろしくお願いします。お願いします。これね、去年から発売してるんですけど、なかなか商品が追いつかなくて、やっと安定供給ができたやつ、ちょっと改めて説明させていただきます。まずバッグなんですけど、これ空調バッグというネーミングしてます。何が違うかというと、中に真空ポンプが入ります。で倒れない。倒れたらほらオイル漏れがあったりするので、倒れないようにしっかりホールドしてます。大きさによってはこれ中の敷居が変わりますので、右左入れ替えたら中の幅が変わります。なるほどね。が表で、あとホースとかも直せますし、トルクレッジ、ペンチニッパーなんかでもいっぱいさせてくれます。すごい予算ポケたんですよ、そうなんですよ。これユーザーさんと一緒に開発したんですけど、とりあえずポケットが欲しいって言われてたのと、あと真空ポンプ入れるのでどうしても丈夫なやつが欲しいということで、下のこれレールがあるんですけど、ここで下の補強してます。でプラス汚れてもここだけ拭くだけで、室内とか入っても安心できる。ベランダとかに置く場合もありますもんね。全然大丈夫ですね。ここだけ拭いてもらって大丈夫で、あと工具の出し入れなんかでもハンドルが動くんで取り出しやすい。よくなんか大きいの読むとこれ邪魔でいい。邪魔でそうなんですよ。結構固定のやつが多いんですよ。はい。で最近流行りのナイログとかオイルこうしない。ここに入れてもらえる専用ボックス。あれなんですね。ちょっと
漏れても大丈夫なように、そうです、内側が素材が違う。そうです。漏れても拭き取りやすい素材使ってる。ちょっと分かりづらいです。普通がこうなんか布地でこっちちょっとつるっとしてる。おお、違う。すぐ拭き取りやすいですね。これがやっと安定供給できる人気商品だということです。今からのこのエアコンの取り付けのシーズンをご視聴しているので、これからですよね。でまた新しいやつもまた今後開発中ですので、また秋口に向けて出していこうとやってます。これの小さい版、可愛らしい。ショルダー付き。これもナイログの入れがあります。はい。液体。でこっちは蓋付きなんです。蓋付き。これで真空ボンベ入れることはないんですけども、これも下このチョボで汚れてここで拭き取ってやればいけますので、はい、これもポケットに返す。中にはさっきの大きいやつを車の中で置いといて、いる分だけこっちに移し替えて持っていく方も結構おられるみたいです。取り外しだけとかやったら真空ポンプ入れないから、これにボンベ入れたらいけますね。ショルダーもありますので、室内とかでもエアコンじゃなくても僕らの電気工事とかで全然問題ないです。設備屋さんも結構使ってもらってます。設備屋さん好きそうですね、これ。バケツより絶対いいもんね。そうですね。結構ね、地域性もあるかもわからないんですけど、これ電動フレア。あるですね。はい。結構使われる方は使っておられると思うんですけども、あるユーザーさんの方ですと、それをタオルにくるんで車にしまってたんですよ。で、標準品のケースだとこんな大きいんですよ。それでは邪魔になる。ということで専用ケースが欲しいので、本当の専用ケースを作りました。これを中に入れてもらって、例えばここにトルクレンチ2つで、まだナイログ入れる、で中のコマこっちに入れる、はい、でリーマー中こっちにしまって、脚立とか周りに車の中とかくっつきやすい。作業場にかけてくれる。意外とね、この2日間で結構売れてます。結構ね、この本体が潰れるんで、先端潰れるんですよ。ここがね、尖ってるんですよ。なるほど。広がるために。それちゃんと保護してやらないとダメだということで、結構これをまだまだ知らない方結構おられますね。でしょうね。なんか探してる人も多いと思うんですけどね。結構ね、地域性もあるみたいですね。なるほど。バンバンされる方はこれは絶対電動フレア使われるないけど、あんまりされない方は手動が多いですね。これは好評発売中ですので、今回初めてと言ってもいいほど多くなんですけども、今ビクターの通常の青白のグリップ、よくこれも売れてるんですけども、これに今限定色で赤とこのグレーと白と紫と青と黒ね、この4色の限定色できてます。それも綺麗な色味出てますね、これね。赤かっこいい。紫赤が一番人気です。やっぱりですか。で、まあ腰袋と色合わせたりとか、ちょっと違う色が欲しいってことで、赤が一番人気。2番人気は微妙。紫の人気あるかな。形で今売れてます。これ数量限定です。このドライバーと合わせてる方が非常に多いです。ドライバーはプラスマイナス。同じ展開。はい。ペンチもですね。まあペンチ言うと8ペンと9ペン。2サイズ。2サイズ。9ペンの方なんかちょっとシュッてしてるの一緒ですか？一緒なんですよ。頭の大きさは一緒なんですよ。柄の長さが違うんで。ちょっと形状の折るとこが変わってるってこと？柄の長さが違う。ここがなんか狭いよね。8ペンと9ペン。だから太いもん切ることが多いから、なるべく細くで握りやすい。手の小さい方も使いやすい。すごいね、そこまで設計が違うんだ。逆に8ペンはちょっと太めで力入れやすい。で、2番の方も7と8。赤めっちゃかっこいい。赤が一番人気ですね。と、セットですね。これ本当数量限定になってますんで。今年で終わっちゃう。今年で終わります。てかもうそうそう終わると。切れたら終わりって終わりです。早めにということで。もう間もなく終わると思います。なかなか手に入らないと思いますので、ぜひ1月のタイトル販売店さんにしていただければ取り寄せできると思います。このドライバーもめっちゃ握りやすいですよ、ビクターさんのドライバー。これ握ってみるの分からへんけど、握った感じがすごい力の入る形状になってて、グリップのゴムがすごいソフト、柔らかい。硬すぎず柔らかくて、こっちもソフトですね。いい質感というか。軽いですね。軽いですね。メイドインジャパンですね。このグリップがあれなんですよ。手袋して滑りにくい。裸でも手袋してだから何のクッション性は気持ちいいですね。グッと握った時に、しっくりくる感じが。全然疲れへんし。めちゃくちゃいい。実はその前に去年は
この VS ストリッパーのありましたね色限定色出てたんですよ。あ、わかりました。ありがとうございます。それの続きですこれ。なるほど。もうストリッパーは生産終了。もう終了です。もう支柱在庫あるんです。ほとんどない。今日も昨日も今日も何人かお客さん赤が欲しいって言われたんですけど、残念ながらもうありません。半待つのみですね。さあどうでしょう。声が大きかったらあるかも。赤だけでもみたいな。いや違う色出してくる可能性もある。黄色もありますので、黄色緑。黄色緑の声多かったですよ。意外とピンクとかもあります。ピンク。ピンクどうなんですか。売れます。好きな人好きですよ。最近そのピンクもそのいろんな色味のピンクあるじゃないですか。ショッピングピンクじゃなくてもうちょっとかっこいい系のピンク。僕ら昔やから昔教えられたのはピンクは職人さん嫌がると教えられた。健康女子も最近増えてるんで。増えてるかもわからないですね。赤とかもう嫌がれるって言われたけど赤が一番いい。今は赤売れると思います。バキッと腰に刺さってたら映えると思うんで。もしだからあれやね、この色で出してほしいっていうのがあったらちょっとビクターさんに、ぜひインスタとかで DM をこんな色欲しいっていう。結構ねこの色使っても結構皆さんできるしたんですよ。以上です。ありがとうございありがとうございます。よろしくお願いします。藤谷さんが今ちょっとお仕事中なんで、藤谷さんとビクターさんの紹介でした。お客さんとかちょっと人とかあればお願いします。急に言われるとちょっとすみません、無茶ぶりで。まあちょっとなんかうちの商品使っていただければいいなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。藤谷さん最後映してあげて。仕事中。仕事してる風。ありがとうございます。近い。なんか一言お願いします。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。次はね、コバルテックさんというところに来ました。こちらの、会社ではどのようなものを販売されてるんですか。ですね、弊社ではですね、集塵機能を持たせた鑑識ハンドコアドリルを発売してます。で、これはですね、従来こういった市販のですねハンマードリルにこういったアタッチメントが取り付いています。これをつけることで、これがこれですね。そうですね。これをつけることで集塵する口ができますので、これが掃除機と接続されています。そうすることで、集塵機を使うことでですね、粉塵がすべて回収できるので、養生も、まず養生手間が少なくなりますね。さらに、使用中の粉塵をすべて吸い込んでくれるので、皆さん経験あると思うんですけど、ドリルがどんどん止まってきます、粉で。でそうやってかき出します、そういったこともね経験されます、でさらに吸う力を、刃の冷却に変えるので、ダイヤは熱に弱いんですね、でそういったものをですね、吸う力を利用して、冷却すると、だから水がいらない、そういうことです。やっぱ湿式と乾式と僕どっちも使ったりするんですけど、湿式はこうね床を貫通して下のボードがべちょべちょになってクレームになったりとか、いろいろちょっと辛い経験はしてきたんで、これはちょっとねまだ見てないんですけど、とりあえずこの正直すごいと思います。ちょっとご覧いただきたいなと思うんですけど、これは何本のサイズですか。これ今52ミリですね。50ミリの穴で。でかいのもいけるんですか。でかいのもいけますね。サイズとしてはラインナップは一番大きいのは130ミリまであります。一番細いので今28ミリ、で今お客様の要望で例えば35がないのとか、38がないの、今そういうのもラインナップを、順次出していく、予定してます。まずはですねこういったセンターピン、現場の隅の出てるところに対して、1決めピンですね、これを使います。で先ほど説明したホースが掃除機にこれ接続されてますので、これを差し込みます。これでもうセット完了ですね。で集塵機電源入れます。全然飛び散ってないですね。飛び散ってないですね。厚さ、ここは熱くないです。素手で触ってはるけど大丈夫です。触れる温度です。びっくりするぐらい熱くないわ。で位置が決まったのでこのピンを取り外してここから本格的な穴開けを始めていきます。そういうことですね。
粉がないというのが素晴らしいですね、はい、確認できました。でさらにですね、今説明しました刃がこの吸い込む力で冷却されてますので、触れる温度、あったかいぐらいです。はい、通常はとてもじゃないけど触れません。なのでダイヤが切れなくなってくるんですね。はい。こういったそうします。これはそうですね。これとね。はい、そうです。はい。刃もこのキットもどっちも販売されてる。そうですね。最初に買っていただくのは、これ中身が違うんですけど、SDS の軸とストレートの軸2種類あります。はい。そして集塵機とこの本体を接続するホースですね、こちらの方も合わせて販売しています。初回はこれを最初導入していただきます。これ1回目だけですね。その後は先ほどのご覧いただいた刃ですね、こちらの方を選んでいただくというこの3点になります。あとはもうお好みのというか自分の開けるサイズを。そうですね。これですね。ジンという名前ですか。そうです。ジンという商品。どんな掃除機でもいいんですかね。そうですね。掃除機に関しましては業務用の集塵機、1000ワット以上のものをお使いいただければ。1000ワット以上。はい。ちょっとあれですね。これからコアの業界変わっていきますね。変わりますね。作業現場が本当に変わると思いますね。でまずやっぱり養生がね、本当に少なくする。それと開ける方何回も、この鑑識を特に使った方は経験あると思うんですけど。壁を開けるのに、下手したら1時間、2時間、3時間、格闘した方がいらっしゃると思うんですよ。それが大幅に、軽減されるというか、もう短時間で作業終わりますから、本業のね、配管作業の方に集中していただければというふうに思います。コア抜きに1時間とかかけるのって結構辛いですよね。体も辛いと思うんですけど、それとあと刃の冷却ですね。そうすることによって刃持ちが良くなるということも、売りになってきますので。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。もともとは何系のこういうのからやってはったんですか。そうです。もともとはこういったダイヤモンド切断の方ですね。そういったもの、これなんか面白いんですけど、鉄も切れたりするダイヤの刃で、中鉄管いけたり、塩ビももちろんいけますし、何でも切れるオールマイティー選手なんですね。そういったものから始まって。コアは普通の水を使うコア、湿式、これももちろんやってまして、でそこからやっぱり皆さんのニーズに応える、今回はこの鑑識のハンドコアの方ですね、こちらの方をラインナップしてと。これどこで見れるんですか。これ YouTube なんて調べたらホームページになりますんで、コバルテックで検索していただければ、当社のホームページから YouTube 見れるようになりますので。今日のちょっと詳しく見たいなって人は、コバルテックさんのホームページからね、この動画見てもらったらより分かりやすいのかなと思います。ってことでありがとうございました。で僕電気工事のチャンネルやってるんですけど、職人さんが結構見てくれてるんで、メーカーさんと職人さんでなかなか会うことって少ないかなと思うので、よかったらちょっと僕の視聴者さんに、何か思いがあればお願いします。そうですか。工事に関わる方でね、やはり今コンクリートに穴開けるという作業本当に大変だと思います。そういったものをですね、一つ一つ、皆様が少しでも楽になるような工具を心がけてですね、開発の方をしてるんですけど、この後ですね、そうですね、年内できればまた面白い版をですね、出そうと思ってます。ちょっと今言えないんですけど、楽しみにしてですね、皆さんの必ず現場にお役に立てるね、刃物を出したいと思ってますので、ぜひちょっとご期待しながら当社のこともちょっと応援していただければと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。強立さんのブースに遊びに来ました。強立さんは以前ね、これ今日あるんかな。これや、これですよね、僕のやったやつ。こっちじゃないですか。こっちか。これを僕の動画でやらせてもらったんですけども、その強立さんに来てます。
でこの絶縁抵抗に関しましては詳しくやりましたんで、どんなものが置いてるかっていうことで見ていきたいんですけど、あやん今日面白いのはありますか？今日僕気になったのこいつですね。ほうほう、何が面白いんですかね？これアナログのメガなんですけど Bluetooth でつながるんですよ。前紹介したアプリにつながるやつなんですけど、今ちょっと設置がつないでるから短絡するとこっち表示出るんですけど、 Bluetooth でいけると。しかもアナログ。そうなんです。だから針の動きするけどもタブレット通せばデジタルで数字も出るっていうんで、さっきちょっと教えてもらったんですけど、このアプリがバージョンアップしたらしいんですよ。へー。バージョンアップして今までその帳票が出力がなかったんですけど、Excel 形式で帳票の出力できるようになったらしいので、アプリの更新をすると今そのアプリになるらしいんで、提出とかするときに楽ってことですね。そうですね。データやっぱいるとき表に打たないといけないことあるので、それをしやすいようにアプリがバージョンアップしたらしいです。あとはクランプとか。クランプの種類多いですけどね。多いですね。僕が今使ってるのはこれかな。あ、これ。それが結構使い勝手いいですよ。ちっちゃくて便利そうですね。そうですね。やっぱこれ人気ですね。このねテスターね、間違いないですね。クランプ付きのマルチテスターは人気ですね。こういうのがあったり。これ機は多いです。それはあれじゃないですか。外してケーブルかけてするフレキシブルのクランプちゃいます？こういうことか。これやったら場所が限られるけど、そう狭いとこでもこう何とでもなると。これいいな、安全ですね。で、でかい電線用かな。ですね。太物用。酸素、懸装機があって、あとは設置抵抗系とか。これなんやろ？コンセントに。曲線調べるやつかな。コンセントテスター。これ住宅の人とかがよう使うんですかね。これもあれちゃうんですか、Bluetooth で。そうですか。アプリでデータ取れるんですよね。だとあれですね、回路番号表作ってどのコンセントが何ボルト出てたかっていう全部データで提出せなあかんときに、3ピンと2ピンの変換。今やったらどうなるんかな。0ボルトって出るんかな。今0ボルトとかですよね。そうですね。80ボルト以下、100ボルト切れると100ボルトっていうふうになるんですね。測定値が出ますので。なるほど。やっていいですか。どうですか。これでやってみましょうか。103ボルトってなってますね。コンセントの曲線も見てますので、ニュートラルとライン。こっちから見て左側がニュートラル、右側がラインだよってことですね。分かるように。すげえ。だからあれですね、成功中の裏の黒白の差し間違いがほんまやね。そこで判断できる。判明できますね。これはデモ用の回路。先ほどのコンセントチェックなんかもこちらで測定が、デモができるようにしてますね。こうやってデモとかもあるんで、実際にね買われる前にこの展示会でいろいろ自分で試してみてっていうのができるみたいです。これは何ですか？これは変わってるんですけど、100ボルトで動くような電動ドリルですね、こちらが漏れ電流が出てないかであるとか、これ自体が問題がないかどうかをチェックする測定器ですね。使用ワット数とかも分かる？使用ワット数は分からないですね。とか、あとはこういう電光ドラムが途中で断線してないかとか、絶縁が悪くなってないかとかを調べる測定器ですね。大きい工場とか入るとね、点検シールみたいなの貼らないといけないんで、こういうので調べてるのかもしれないですね。そうですね。ドリルとか持ち込みや使用前点検でありますもんね。これ太陽光の仕事で使いましたわ。でかっ。これめっちゃでかい。でっかっ。なんすかそのお化けみたいな。これは高圧の絶縁抵抗系ですね。これが。でこちらで絶縁測るのはもちろんなんですけど、グラフを液晶に表示したりっていうのもできるんで。なるほど。これなんかかっこよかったですわ。1万2000までいけるからね。1万2000ボルト僕ら1万でやったんかな。なんかやってましたわ。桁が飛んでるんですけどすごかったです。すごいな。あと何かおすすめと言いますか、一押し的なのが。今回の一押しはやっぱり Bluetooth になりますんで、Bluetooth をメインに展示してますね。
この辺りが全部その Bluetooth 対応機器をまとめてる感じですかね。Bluetooth 対応の機器としては、僕らちょっと紹介させてもらったこのメガと、あと普通のアナログデジタルのメガと、あとはクランプメーター。クランプメーターもあるんですね。と消毒計。消毒計まで。こちらも Bluetooth 対応してます。なるほど。であと先ほど紹介したコンセントテスター、こちらも Bluetooth 対応になってますね。結構今あれなんですね、増えていってる状態なんですね。そうですね。 Bluetooth 対応どんどん増やしていってますね。今後まだ増える感じですかね。そうですね。増やしていきますね。なるほど。ちょっと最近は予定はないんですけど、そうなんですね。ちょっと増やしていく方針ではやってますね。機器も増えつつ、そのアプリもちょっと随時バージョンアップしていく。そうですね。やっぱりアプリ使ってる中でご要望いただくんで、どんどんバージョンアップして使いやすく作り込んでいってますんで。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ京立さん、この前ね僕動画の方でもお世話になりましたし、今日もちょっと展示会ということでお忙しい中いろいろ撮らせてもらってありがとうございました。ありがとうございました。で僕らの中でも京立といえばもう電気計測器ということで、結構使わせてもらってるんですけども、これからの展開だとか、こういうことを頑張っていこうみたいなあれば僕ら職人に聞かせてもらえたら嬉しいんですけど。そうですね。今 Bluetooth の製品をどんどん増やしていってますので、使ってる中でご要望いただいて、そのご要望をどんどん製品に反映していってますので、ぜひいろいろなご意見をいただけたら、いい製品どんどん作っていきますので、ぜひご意見いただけたらと思います。よろしくお願いします。この動画を見てる方がちょっと要望ある場合ってどこに問い合わせしたら？そうですね。営業所に連絡いただくとか、あとお客様相談室設けてますんで、そちらにご要望いただければ、どんどん開発に反映していきますので、ぜひお願いします。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。次はロギュさんのブースに遊びに来ました。前回にぎわい市でもね紹介させていただいたんですけど、結構この辺の商品が人気だったんですけど、また新しいものも出てるということで、ロギュの中島さんにご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは前回も紹介させていただいたんですけど、結構周りの電気屋さんとかもこれいいなっていう声、結構あって、これもやっぱ最高ですね。ありがとうございます。これは叩き用ですか？バー切ったりする。そうですね。こちらは叩く専用で作った商品で、レンコナイフで皆さん叩いて。そうですね。叩き用のナイフ持ってたりして。そうですね。それ用に経典材とか角スタッド穴を開けて加工したりするように作った商品です。で、これで叩いて切ることで、意外と割りがしっかり入るので、そうですね。綺麗に切れるということで、こういう経典材の丸いところを叩き切ってもらったりとか、缶詰のようにこう、そういう使い方もできますし、やっぱ角スタッドでハサミが入らないとあります。そこに開口のために使っていただける商品ですね。叩き用なんでも気兼ねなくバンバンいけますね。大丈夫ください。これ1本あったら便利ですね。ありがとうございます。で、サックも専用です。はい、ありがとうございます。で、ちょっと引っ掛ける用のフック、ダウンライトの線取ったりするやつ。そうですね。狭いところから引っ張ってくるためのケーブルを引っ張るようなんですけど、全長が短くできるので、ポケットとかこのサイズでしまい込んで使えます。結構 IV とかを皮むいてこう使ってたりするんですけど、これ1本あったら便利です。で、なんか振ってかきやすそうな。奥まで行ったらもう取れないっていう形。そうですね。引っ掛けやすい形状と、先端がちょっと柔らかくしてるので取れにくい。で、ワンピッチぐらいの長さのものもあるので、この辺だと狭いところからケーブルを引き出すのに。そうですね。ダウンライトの線がどっか行くとき、大体これぐらいの範囲内に。そうですね。ありますので。で、今ダウンライトもちっちゃいんで、この腕が入るような時とかね、こう。できます。こう iPhone でこう見ながらこう便利グッズ。そうですね。本当に使っていただいた職人さんはかなり好評いただいている製品です。はい。ちょっとちらっと展示会限定でこのような商品もあるということで、こういうケーブルカッターが
これは販売されてる、はい、展示会限定で販売してます。展示会限定なんですけど、どういう使い方をするんですか？これはケーブル切断するときにガジェットしなくてインパクトドライバーを使ってそのまま切ってしまおうっていう。充電ドリルではダメですか？充電ドリルでは切れないです。インパクト専用です。はい。一応 CVT の101本ずつですけども、これで100スケまで。100スケでインパクトにこのような形で、まあ、プラスビットを差し込んで S 字フックみたいな感じで固定するという感じですね。ちょっとやらせてもらっていいですか？ゆっくり回して、はい。で正点で、開く、で逆転で閉まっていくような形で、はい。ちょっと早いので危ないので。CVT の60です。ちょっと上と下と違いとか、下の方がいいですね。お、ここから今だいぶゆっくりめでいって、今のスピード。大丈夫ですね。全開でいくと今ぐらいのスピード。ケーブルカッターって結構1個だけ持とうと思っても結構値段的にね高かったりするんで、これあればインパクトは基本的に持ってると思うんで、プラスアルファで一緒に持っていけば道具のねかさばりも減るしっていう感じで、白スケまでだと大体そうですね。まあ作業の方によっては右側の作業やと回れそうですね。こちらはもう展示会限定。そうですね。展示会限定で直接ご説明しての販売をさせていただいてますので。ということです。ありがとうございます。よろしくお願いします。これは銅管カッター。これはエアコンの銅管とかの解体で現場で使ってもらうそうですね。開いた時のここの立ち上げが距離が出るようになってます。はい。なので経点材から立ち上げが出るので、中から切れると。中で切る時に切りやすい。そうです。ここがまあ天井面やとするとここまで入りますもんね。でこう力が入れられるので100ちょっとぐらいまでのは飲み込んで。それとかあとはこの動画の今エアコイルの切断解体持って帰る時にやっぱりちょっと短くしたいとかいう時の解体にも便利ですし、2本一気にそうですね。スパス切れパ。ますので、はい。ちょっとよかったらこの後にもうちょっといったら動画が。でこれが現場の動画ですね。そういうことか。ここで入りやすい。解体するときはいいですね。今までこれ皆さんケーブルカッターで切ってたので、まあそこは使いにくい場面があったり、お値段は結構高かったので、銅管カッターってお値段もお安いので。これも銅管専用。そうです。もう専用に鉄は切鉄は切らない。はい。ただケーブルぐらいは切れますので。そうですか。どうですか。そうですね。これエアコンさんですね。エアコン屋さんで今すごく人気の商品がありまして、めっちゃ気になったんですけど、はい。こちらのハンマー、これ新商品ですか。はい。4月7日から発売の新商品。上にカラビナのかけるフックがつきましたので、これでカラビナにこうかけてワンタッチで取り付けることができる。最高ですね。今流行りの商品かなと思いますので。これがなんかメーカーさんがもう直で出してるっていう。そうですね。メーカーの方カスタムじゃなくて、はい。これハンマー直すとこって結構困るとこなんです。はい。これがなんかフックで直せるってことです。で、取りやすいですね、こっち。そうですね。縦売りされる電気屋さんとかと前にしとけば、ステップの時にこれでタッチプラスできると。これは今までありそうでなかった。そうですね。新しくできた商品です。こっちはセットってもっと重たいやつで足場屋さんとか使ってるタイプもございますので。3種類。そうですね。3種類、電気屋さん用のちょっとちっちゃいのもあるんですか。タイプと電光とこれはもう足場屋さん普通のハンマーというかセットっていう感じですね。これ買おう。ありがとうございます。合わせて一応ね、このフックもちょっと弊社の変わってるフックで、はい。ちょっとここは飛び出てるんですよ。ここが。
ちょっと上がる。はい。ここがですね、つけたときにかけやすくて外れやすいんですけど、はい。次不意に上がったときですね、ここで引っかかります。ああ、こうしゃがんだ時とかにこうなった時に落ちないと。特に足場とかでこう引っかかったときに、こうなった瞬間にハンマーがそのままスコーンと抜けちゃうことがあるんですけど、はい。ここで止まるようになってるんです。結構このタイプって取りやすいのはいいけど外れやすい。外れやすいって結構ありますもんね。僕このカラビナ使用させてもらってる。ありがとうございます。でこれワンタッチで付け外ししやすくちょっと抜けにくいというところが特徴でついてます。そこまで考えていただいてる。ここのタイプ僕テープ保持するのに、はい、使ってるんで。ありがとうございます。ここの広いのが2個テープいけるんで、めっちゃちょうどいい。そうテープ直すとこも結構テープフッカーやと取りにくいしみたいな。これやとね、そうですね。パンで取れてすぐ戻せるし。ドギューの F53 とか FM53 っていうのがこの新しい形状のフックになっているので、おすすめの首振りも首振りもあります。これ54をあ、使わない時は倒しとくっていう感じで2種類やる。こちらは前回も紹介させていただいたずん切り回しとナットを上げていく、今ちょうど動画でイソギンチャクって勝手に呼んでるんですけど充電ドライバーにつけてナットを上まで上げていかなあかんときに手じゃやっぱりこんな感じで時間かかるから、これでこうブリ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 ってこう上まで。そうですね。僕らで言うとラックポーズでは定番です。2段3段のラックの時って結構上までナット込めないといけないんで、これの3分4分兼用っていうのがすごいですよ。はい。3分4分兼用ドギューだけで手前が4分で奥が3分がつかめるので、でさらにゴムがあるから1つで3役使えます。でプラス最後後ろ六角つけてるので、手回しもできるんですよ。だから狭いとこで電動工具入らないとこなんかでも回すことできますので、このクリアランスでこう、そうですね、これは17です。コンピーとか、電池とかで締めてもいけると。これはインパクト、これはねペンドラ用です。ペンドラフック。型崩れしない樹脂製なので、あ、そっかそっか。木刺しが非常にしやすくて、でワンタッチなんで後差しできます。脱着される職人さんやとこっちのタイプの方が使いやすい。そうですね、結構便利です。これはこっちは、ドライバー用ですね。今流行りの電動のドライバーとか細いタイプをさせてもらうのに、ちっちゃいミニ電動のやつ。ここの穴は何ですか？こういうふうにカラビナ取り付けてもらったらいろんなものプラス入れます。プラスアルファってことですね。ビット下げたりとか。これも初めてだから使い勝手がいい。これも今年の新商品です。そういうこれ僕インスタかなんかでちょっと見たんですけど、ちょっと電気屋さんの商品ではないんですけど、これ建前で大工さんが使ってもらう商品で、柱を差し込むのにそうです。建前で 3.5 寸の柱にここを引っ掛けて踏んで押し込むという商品なので、まだちょっと動画の方が YouTube にも上げてますので、またそういうの見ていただけたら使い方です。これもドキュさんやった。あともう一個、これもちょっと他の YouTube でもすごく人気の商品で、インパクトフック。10ドルも抜けにくくなる。抜けにくくなる。純正のフックかけてこのまま引っかかるので、簡単に落ちない。でも外に向けるとスッとかで、こう取るときに角度つけたやってっていう感じで。これいいです。ちょっといいです。まっすぐやと抜けない。抜けない。でこう倒されたら抜ける。純正のフックがそのまま使えるので、ここに山ついてるからまっすぐやとこう引っかかるよと。わかるかな。でここをかわしてあげて抜くと。これいいですね。素晴らしい。純正の電動工具なんかではこれが非常に使い勝手がいいので、これでちょっと重心が斜めになるので抜けにくいです。簡単に本当に抜けない。結構しゃがんだ時とかに上がってしまってポロって取れることがあるんで、で外に向けることもできる。逆に外に向くことってあんまりないですね。バランス的にバランス的に必ず手前に落ちるので抜けない。ポンでも抜けない。全然。このまま
そっちにするとこのそうこの動き向く手じゃ手でしか向かないよ。そうですね。だからまっすぐ刺してまっすぐ抜けるっていうのはやっぱ一番使い勝手がいいので、ここ非常におすすめの商品ですね。これ商品名はこれは、商品名が可愛い名前ですか。デンドルホルダー。FH101 です。これ流行りそうですね。今年エンドラホルダーです。はい、ありがとうございます。それで最後気になったんですけど、これですね。これはこちらは何に使う道具ですか。抱えだ切りばさみですか。これ伸ばして長い。これで3メーターで離れたところにもうスプレーを振りかける商品なんですよ。もともとは虫とか蜂の巣電気、あとは外壁の補修とかいろんなことに使うんですけど、電気屋さんだったらなんかグリスを塗るとか、なんかそういうスプレーを離れたところに振りかけたい時なんかではちょっと使えるかなということで、手立つ持っていかなくてそうですね。ちょっとこう使いたい時とか、補修用でコリコンも使えますので、回ったりとか。握ればシューって出る。そうですね。握ると今出ます。ここが押さえてシュッと出ます。片目太郎くんが噴射されるということです。これ面白いですね。だいぶ高いところまで行ける。これで3メーターなので。人間が持つ約5メーター近くまで下手したら上がるんですね。はい、ロギューさんいろいろ紹介していただきました。最後にお客さんにしてはい、メッセージあればお願いします。いろんな商品開発しておりますので、またご意見、ご感想等もお待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ロギューさんでした。お疲れ様です。今日はジャンボいろいろ回らせてもらったんですけど、最後はワゴで締めたいと思います。こちら僕らの動画が今日昨日と一日中流れてますんで、ありがたいことに。増田力爪汚いね。ちゃんとやっときゃよかった。現場周りなんでね。ってことで今日はあややんがこの動画にちょっと出れなかったんで、あややんメインで最後ワゴを紹介してもらって、ワゴさんの解説者さんと一緒にいろいろ商品を見ていこうと思います。じゃあワゴさんに解説してもらいながら、あややんと2人でいろんな商品あるんで見ていきたいと思います。ちょっとこれ気になったんですよ。はい。何ですかねこれね。これスプリング式の端子台になりまして、通常国内ではこういうネジ式が主流なんですね。僕らでいうとハーモニカ端子ですね。ハーモニカ端子ですね。それが一応ヨーロッパ式の端子台になるんですけども、差し込みですか？差し込みですね。裸でいいんですか？裸で大丈夫です。より線は無理。いや、より線も大丈夫です。はい。より線単線がいけるってことですか？いけるっていうことですね。両方。これは向いて刺すだけですか？向いて、より線の場合は専用工具がいるんですけど、こういったちょっとマイナスドライバーがあるんですけども、すごい細いやつ。丸い方と四角い方があって、丸い方が電線挿入口で、四角い方がドライバーストロークとなるんですね。はいはい。そこにドライバー差し込んでやると、電線が抜けるっていう。そういう感じで。へえ、面白い。騙し買いとか早くていいかそうですね。今までこれ電気通ってる時だと気にせなあかんかったけど、こっちやと流れてます。はい、流れてます。いや、このドライバーに抜くときに流れないです。はいはい。そうかそうか。そうですね。ドライバー伝わってきましたもんね、今までね。はい。こっちの方がいいよ。絶対。端子上げやっぱ時間かかるんですね。かかるし、やっぱ。置くだけで。そうやね。そうですね。置くだけできますね。はい。ユウさんの仕事半分減るそうですね。あとこっちのやつあれなんですよね。丸太でいったらこのネジなくすんですよね。外したらどっか飛んでってね。これがなんていうトップジョブ S シリーズっていう感じで、はい。で電線のサイズによって一応こちらのようにシリーズがそれぞれあるんですね。はい。35、55扱い。これが55扱いか。はい。これピッチですね。ピッチ。この間のっていうことですか。なるほどね。製品幅。厚さですね。はい。電線の大きさはだいたい 1.5、2.5、4スケ、6スケ、マックス25スケまでですね。なるほどね。25スケまではすごいね。25ってことは22スケまで。22スケやね。そうですね。ちょっとヨーロッパ式のサイズなんであれなんです。いやでもやっぱでかくなればなるほど端子上げめんどくさいんでね。めんどくさいしね、やり替えの時とかね。これが今2006、これか。これが8スケぐらいですか。8スケぐらいですね。はい。これね、ハッチでも楽やね。楽ですね。ハッチが。最高。これはありがたい。
でやっぱりお客さんで電線その裸線のまま決線するの嫌がる場合があるんですね。そうですね。でそういう時には棒端子とか、弊社でいうフェルール、かましていただくともう差し込むだけで大丈夫です。でこういう WFR みたいなのもあるんですね。あります。はい。でここがテスターなんですかね。ジャンパーですね。ジャンパー。はい。こういうふうに渡りとか、そういうこと。これジャンパーになってるんですか。はい。これがそうです。なんかどんどんスマートになっていきますね。ジャンパーさしてなかったらここで電圧測定やろうってできるんですかね。ジャンパーさしてなかったら大丈夫です。2測れます。なるほどね。はい。かっこいいな。ここでは2は出ないんですか。そこでは出ないですね。はい。ここはそこは大丈夫です。出る。はい。ほんなら2テストするときはここ使そううんですね。ですね。はい。なるほどね。面白い。そういうことか。押すとこがこの樹脂で押すからドライバーに電気来ないんですね。そうですね。でここがこのジャンパーの位置ですね。ジャンパーの位置ですね。ちょっと隠れてるんですけど、はい。ここがね。快適ですね。面白い。ありがとうございます。単視上げなくなったら嬉しいですね。これだけでもだいぶ時短ですよね。次これ何ですか。これめっちゃなんか太いのが入ってるんですこれが100スケをマックス200スケまで対応できる端子台。六角でひねるやつ。六角でひねるやつですね。ちょっとこれ使ったことあるんですけど。あ、そうなんです。はい。某テーマパークのバッテリー工事で初め見た時これなんやと思って。でもそのままだからぶち込める。そうですね。作業的には全部こういう構造になってまして、オレンジが一応ロックレバーになりまして、六角レンチで一定方向を回すところがあるんですけども、それを回しながら押さえてやると。ある程度いくとボタンが沈むんですね。その際にバネがパッと。これですか。刺す時はこの状態で。電線入れてやって同じ方向少しだけ回してやります。そうするとロックが解除されて決線できる。はあ、面白い。仕上げもいらんしトルク管理もいらない。そうですね。あれやね、主観のとこで一回来てこの端子で受けるやつがこれに変えれるってことですよね。こういう高校のとこで実績がある。実績があるっていうことですね。はい。端子ね、穴が開えへんとかって結構あるんですけど、これ1個やともうこの手間もいらへんしと思ってこう寄せてこう端子上げて、ね、長さ合わんかったらはまらへんですもんね、あれね。でどうしても後々ね和紙締めとかメンテナンスが必要なんですけども、これは一回決線してやるともうずっと同じ通り和紙締めチェック絶対しますもんね。ここはサイズは電線サイズはいくらまで？一応マックス200スケまでですね。200まで。6から55からってことか。そうですね。スケが50。そう185スケって下から150までかな。日本の CVT とかやと、これメカメカしくてこう刺したやつ面白い。これかっこいい。楽しい。オウム電機さんの IP67 のボックスで、こういう使い方もできますよということですね。はい。ストレートめっちゃいいんじゃないですか。これね。ストレート、そうですね。これつなぎやすそうですよね。そうですね。でマウントできるんですよ。レールにもうこのキャリアをつけていただくとレールに固定もできますし、直止めもできるっていうタイプですね。こういうやつの中でね、ヒースリーブとかでやるときあとめんどくさいんですよね。絶縁処理とかがね。で被覆付きのやつでもなんかこう長さが合わんくてうまく入らんくて、で上げ直すと今度長さ足りひんくなるけど、これレバー外したらもう一回抜けますもんね。抜けます。はい。長かったらもう一回ちょっと切ってやり直しが効きますもんね。そうですね。すごい今これは。構造はもう WFR と同じ構造になってるんで。これストレートのやつ反対側にコーキングでも入れといたら前松谷木が言ってた。これ1個用あっても面白いんちゃうかなと思って、生きてる線とか敷設されてる器具とかちょっと回路調べる時とかでも浮かして、テープ巻きしてちょっと置いとくっていう状態があると思うんですけど、1個用だとこれパチッと開けて閉めるだけで絶縁されるんで、そのテープ巻く手間が抜けるし安全でいいんちゃうかなと思って。何回も使えますしね。いいんちゃうかなと思って1個用。結構コメントでもありましたね。あ、そうなんです。こういうので使ってる言ってたんで、1個用があれば結構無理や浮かした時って結構あると思うんで、電気屋さんは1個用ぜひ1個用ってね提案しておきますということで。粗品でございます。ボトルティッシュになります。来場した方がもらえる。そうですね。来場記念品になります。ゆうさんあれチャレンジしないですか。パッドチャレンジ。ぜひ。ボールもらう。ぜひ。一人ずつチャレンジしましょうか。ちょっと本気で。入るでしょ。こういうのさらっとね、マスターに決めるからね。
ほんまに一発やからねこれ。持ってる。ってことでボールがもらえるっていうことで。あ、でも惜しいな。どんまい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。OB でなくさんよ。絶対強い。はい。ありがとうございました。見事なお茶ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。で、和子さんお二人出てもらってるんですけど、一言ずつもらいましょうか。ワゴジャパンは結構展示会とかもたくさん出ていて、いろんな製品を出してます。電気工事さん向けのコネクタだったりとかにはじめ、端子台とかそういうのもいろいろ出してますので、ぜひワゴジャパンをごひいきにお願いいたします。ちなみに何担当ですか？私展示会担当です。あ、展示会担当。はい、じゃあ展示会に来たら会える。会えます。会えます。お願いします。ツイッターもやってるんで、ぜひフォローしてください。ありがとうございます。中の人ですね。中の人です。ははいい、ありがとうございます。これからもお客様のニーズに合ったような製品をどんどん作っていきますので、ぜひワゴジャパンコネクタはじめ端子台よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日のジャンボはこれで終了になります。かなり撮ったんで長い配信になると思うんですけど、皆さん最後まで見てもらってありがとうございました。さよなら。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。